私の金メダル。私のエアコン。行かないで。私を置いていかないで。行かないで。お嬢様、どんな夢を見たの？いい日々を夢に見た。もう戻ってこないんだよね。私は桜井義金アーチェリー選手です。アーチェリー、世界大会の金メダルをまだ手にしたばかりなのに、気づいたらここに転生して即死になっちゃった。お嬢様、本当に美しいですね。恵子さんもそう言ってましたよ。こんな元幼女は見たことないって。それって嬉しいことなの？まあ、そうだ、よ、ね。元の持ち主は体の弱くて力もほとんどなかった元遊女だった。北の地に来たばかりで、いきなり誰かに押し付けられて藤原智也のところに行かされた。智也は女性に近づかないんだ。うっかり色っぽい酒を飲んじゃっただけよいが、冷めた後、道切りを元の持ち主に返して、家も一軒プレゼントした。安心して暮らせって言って、もう邪魔しないって約束した。でも、元の持ち主は思い詰めて、彼が高い地位にいるとして、しかも妻も側室もいないって聞いて、一発逆転を狙って彼の奥さんになろうとした。泣いたり騒いだり、最後は首を吊るなんてふざけてたはずが、本当にやっちゃって、命を落としちゃった。一番怖いのはさ、命を失っても未練が残るってこと。この体を借りてる異常彼女の未練を叶えてあげなきゃいけないんだ。一年以内に藤原様と結婚できなかったら、魂が消えてしまうんだ。なのこの地獄みたいなミッションは？よし、ことちゃん。あんなに大騒ぎしたのに、智也様は顔も出さなかったね。これでわかるでしょ？このやり方は効かないね。死ななくてよかったね。私たちもまた何か別の方法を考えないとね。いや、もう死んでるんだけど。今日、智也様が屋敷に戻るらしいよ。今回はしっかりチャンスをつかんでね。今度こそ泣いたり騒いだり、首を吊るなんてことはやめようね。優しく気をやってあげて、桜町のお菓子を作ったよ。智也様に持って行って。しょうがない。他人ものためだし、他に選択しないし。なんでそんなに悩むの？お金も家もくれる太っ腹な人がいるのに、しかも姿も見せないなんて。こんなの、誰もが欲しくてモテにはいらない。幸せだよ。なんでそんなに結婚したがるの？お嬢様、今、何で？もう、帰った方がいいかも。私、一生どこを追うなんて無理だよ。顔立ちは、まるで玉みたい、目が星みたいにキラキラしてる。藤原智也って記憶よりずっとイケメンだわ。まあ、やってみよう。男を追いかけるだけじゃん。そんなに難しくないよ。ねえ。お嬢様。まあ、でもさ、追い方わかんなくて、もう私、まだ学べるし。なんで来たんだ？智也様、ちょっとお菓子を作ってみました。よかったら召し上がってください。この前のことはただの事故みたいなものだ。家に帰って普通に暮らせ。食べるものや着るものには困らせない。心配しなくていい。俺のことはもう気にしなくていい。私、だってしたくて来てるわけじゃない。でも、あなたのことを思わなきゃ生きていけないよ。君、命は大事なんだ。ふざけて言っちゃダメだ。君は細いけど、ちゃんと手足は動くんだから。どうしてそんなこと言うんだ？誰かがいないと生きていけないなんて。もう、そんなこと言うなよ。ねえ。智也兄さん。智也兄さん、そんなこと言っても意味ないよ。こういう遊郭の女は偉い人に取り入ろうとばかりしてるし、自分を大事にするって全然わかってない。だから。余計なこと言うな君も。彼女と変わらないだろう。藤原智也ってなかなか珍しい人だな。元遊女の私にも全然軽蔑しないし、もうちょっと頑張れば、もしかして智也様を振り向かせられるかも。そしたら任務もクリアできる。危ない！死角だ！中に入れろ。急げ。こっちはいいから、早く智也様を守って！矢のスピード、遅いな。やっぱり古い弓は性能が低い。この速さと角度なら。早く！死角は、多分。ちょっと、何やってんの？智也様の邪魔しないで！死角は北西の酒場の2階の個室だ信じて。
大丈夫？大丈夫だよ、もう、止めない。もう、もういけない。もう、止めるの、外すのね。高橋、急ぐ。友也様。人を連れて様子を見てこい。まだ仲間いるか確認しろ。はい。頭おかしいんじゃないの？智也様が危なかったじゃない。松本さん、その記者の服、確保だけは一人前ね。でも見る目は、まだまだね。何よ、それ。本当に、見る目ないんだから。まだわかんないの？智也様を助けたのは、私なんだけど。あんた？ありえないでしょ。いい気にならないでよ。さっき桜井さんが、四角の方向を判断して助けてくれた。彼女にわかるはずがないでしょ。今がチャンス。すぐ動かなきゃ。智也様、怪我されてますね。お気をさせてください。先に薬を塗りましょう。私が。いいから。藤原は、どうやら真面目そうな人だけど、弱みにつけ込むと案外うまくいきそう。智也様、命かけてお助けしたのに。今はただ、智也様に薬を塗らせていただきたいだけなのに。それすら許されないんですか？わかっております。私の身分が低いせいでしょうか。違う。僕はそんなつもりじゃない。じゃあ、行こう。ちょっと、入っちゃダメ。元の義金は藤原の側室になった後も、ずっと将軍邸に一度も入ったことがなかった。でも、私は思いがけず大きな一歩を踏み出した。智也様、傷薬は、どの部屋？前の部屋だよ。待って、ただの側室がここは、あなたの来る場所じゃない。じゃあ、私が来ちゃいけないなら、彩香さんは来ていいの？彩香さん、まだこんなのに、智也様に薬を塗るって。それ、変じゃない？桜井さんの言うこと、一理あるね。四角のことは、多分市長も気づいているはず。先に家に戻って、お父様に無事だと伝えて。きっちりしてるのも悪くないかもね。これで、勝ちじゃん。智也様、じゃあ、私が部屋までお連れして薬を塗りますね。見つかった？見つかった。うん、今行くね。この鼻、この顎のライン、このインパクト前の鼻筋はすぐにキーを失っちゃって何も覚えてないなんて、まさか、こんなにかっこいいなんて。どうした？何でもない。よし、金、しっかりしなさい。恵まれた時代に生まれて優しい環境で育ったのに、怪我してる人にドキドキしちゃダメ。よし、ちゃんと薬を塗らなきゃ。そんなに優しくしなくていい。痛くても平気だよ。色即是空。色即是空。わかりました。藤原智也が別宅を用意したけど、その後は全然いかない。1年以内に結婚したい。なんとかしなきゃ。将軍邸に残らなきゃ。智也様、その怪我ですが、しばらくは見ずに触れない方がいいですよ。よかったら、私、将軍邸に残ってお世話してもいいですか？お世話してもいいですか？結構です。さっき、すぐに四角の居場所は分かったけど、どうしてそんなことができたんだ？別に難しいことじゃないですよ。矢の軌道をちゃんと見れば、どこから撃ったか、すぐわかりますよ。矢が飛んできても冷静に観察できるなんて、その度胸は波あつれている遊郭出身のか弱い女性が、どうしてそんな技が身についたんだ？やばい、目立ちすぎた。桜町の資産家は、元遊女を育てるんです。それは、お偉いさんのご機嫌を取るためで、お偉いさんに気に入られるためなんです。普段は、金や語、書や絵を教えられるだけじゃなくて、いくつ買いや遠壺も習わされました。お偉いさんが好きそうなことは全部教え込まれるんです。ちゃんとできないとご飯ももらえないんです。ごめんね。私にはわからないんです。
友也様は身分が高いから、私たちのことなんてわからないですよ。ね。智也様、責めてません。本当に責めてません。ただ、智也様のそばにいられるなら、それだけで幸せです。友也様、サトシ。失礼します。後ほど、また参ります。どうした話して。城の個室で3人の刺客を発見しました。3人のうち1人が負傷しています。生きているのは牢屋に入れました。了解した。今から大老に行ってくる。桜井さん、お帰りください。ちょっと、待って。桜井さん、うちの屋敷はあまり立派じゃないから居心地が悪いかもしれません。助けてくれたことは藤原は後日、必ずお礼をさせていただきます。もう少しだけ、なんとかならない？頑張ったのに、全部無駄になっちゃった。ずっと頑張ってたのに、智也様。結局、食べてくれなかったね。よしことちゃんが作ったお菓子なのに。まあ、火にしないで金メダルだって、1日で取れるものじゃないし、へこまないで、また頑張ろう。藤原智也は、16歳で来たの、軍団をまとめてきたんだ。この5年間、ずっと北の故郷は平穏だったよ。そんなに簡単にご機嫌が取れる人なら、もう17、8回は死んでるよ。桜井さん、実はね、智也様は甘いものはあまり好きじゃないんです。実は、ハムパイが好きなんですよ。本当？じゃあ高橋さん、ありがとう。次は、新しいお菓子を作ったらまた来るよ。大丈夫だよ。高橋さん、ここまでで大丈夫です。私たちの家はこの近くなので自分たちで帰れますから。智也様。なんでまだここにいるんだ？俺が彼女たちを送っていくように言っただろ。桜井さんたちが送らせてくれませんでした。バカなことをするな。この町にはまだ北方の患者がいるかもしれないな。なんで彼女たちを自分たちで帰らせるんだ？智也様、もしかして桜井さんのことを心配しちゃってるんですか？智也様が桜井さんを心配するなんて珍しいな。もしかして将来一緒になれるかも。彼女が俺たちの命を救ったんだ。智也様、もしよければ桜井さんの願いを叶えて屋敷に迎え入れてあげたらどうです？ダメだ。俺には拳の運命がある。彼女を不幸にしたくない。そんな運命の話なんて昔のことだよ。お坊さんが適当に言っただけさ。藤原が先代と夫人のことも、あれはただの偶然だったよ。もういい。早かったね。もう帰ってきたの？そのマント、どうしたの？智也様からもらったの。見たところ、智也様と結構バチバチだったみたいね。あの時はね、まあ、確かに激しかったかもね。智也様、お菓子は食べなかったの？うん、食べてないよ。智也様は、よしことちゃんに夢中で、ねえのお菓子なんて眼中にないみたいね。お菓子、こんなにぐちゃぐちゃになっちゃって。いい子だね。こんなに心を込めてるんだから、きっと、願いは叶うよ。恵子さん、実は。荷物は運び込んでくれ。まだこんなにあるの？これ、もう智也様が美琴ちゃんにくれたの？これ、全部、智也様のシャリだよ。じゃあ、智也様の気前、かなり太っ腹だね。そんな気持ちなんてないよ。智也様、気持ちを伝えられないから。だから、お金しか渡さないんだよ。智也様が言ってた。これから桜井さんが何か頼めば、できる限り力になるって。ただし、藤原家庭にはいることだけはダメだって。高橋将軍、話し方が、今後は、もったいぶって話すのやめてくれない？もう全部終わったと思ってたのに。うまくいかなかったの？やっぱりね。マドは、どうしたの？暗殺されそうになっちゃった。お菓子は？落としちゃったの？ありがとうございます。高橋将軍。高橋将軍、智也様のお気に入りですもんね。これから、うちの美、琴ちゃんのこと、高橋将軍にお願いしたいんです。どうぞ、よろしくお願いします。智也さんが報告しなきゃいけないから、それじゃあ、失礼するね。失礼します。まだ行かないで。高橋将軍、よしことちゃん、まだ食べてるの？ちゃんと考えてよ。今日から食事は肉も魚もダメだからね。スタイルをキープしないと。
そうすれば、智也様の心をつかめるよ。どうやって友也様の心をさればいいの？優しくしても厳しくしても全然響かないんだよ。智也様のマントまだ、よしことちゃんのところにあるよね。綺麗に洗って返せば、それでやりとりができるでしょ。さすがケイコさん。やっぱり得意だね。もちろん、よしことちゃん、まだまだ覚えることがたくさんあるよ。ケイコさん、マントを返しに行ってくるね。昼間に返しに行くなんて、こんなに色々教えたのに、なんでまだピンとこないの？つまり、そういうこと？夜にいればいいの？ねえ、見てごらん。すごいものを用意したよ。これ、セクシーな下着なの？今夜は、これを着て、智也様に会いに行くのよ。これ着てるのに着てないみたいじゃん。これで外に出るとか無理でしょ？まだマントがあるじゃない？今夜は自分も、マントも一緒に、智也様にまとめて返すのよ。やるなぁ。元勇者の育成塾みたい。本当にやり手だわ。このじらし方、そりゃ男も落ちるよね。私、本当に、これ着ていくの？智也様に嫁げなきゃ生きていけないってこと？じゃあ、思い切ってやるしかないね。しょうがないな。いい？男ってね、こういうのにほんと弱いんだから、今夜はしっかりチャンスをものにしてね。私はもう鍵かけちゃうからね。どうか神様、風が吹きませんように。もし、マントがめくれちゃったら、めちゃくちゃ恥ずかしいことになるよ。桜井さん、こんな時間にどうしたんですか？智也様にマントを返しに来ました。智也様は中ですよ。どうぞ、中へ。緊張しないで。緊張しないで。こんなイケメンなら別に悪くないよね。しかも初めてじゃないし。智也様、マントを返しに来ました。入って。嘘。智也様の特別な方ですね。では、先に失礼します。まだ帰らなくていい。まだ大事な話が残っている。こんな遅くにどうしたの？マントを返しに来たよ。ちょうだい。マントを返すんじゃなかったの？渡したら恥ずかしすぎて。レナ、穴があったら入りたいよ。智也様、急に思い出した。今思い出した。このマント、まだ洗ってないの。だから、このマントは一旦持ち帰ってきれいにしてから今度返すね。こんなに人がいるし。智也様の邪魔にならないようにしますね。心配しなくていいよ。せっかく来たんだから、そんな面倒なことしなくていいよ。マント渡してくれる？俺が洗うから。それは、ちょっと気まずいです。自分で洗いますから。恥ずかしがらなくていいよ。遠慮しないで。本当にいいです。どうした？もし、今、ここでマントを返したら、明日には穴を掘って自分を埋めたいし、もう、誰にも会いたくない。それでも、今、本当に、マント返してほしいの？智也様、このまま続けます。もう遅いし。また明日話そう。まずは休みましょう。はい。やっぱり、別に今すぐやらなくてもいいし。じゃあ、また今度にしよう。また今度ね。智也様って、ほんと仕事中毒ね。こんな遅い時間に部屋がこんなに賑やかなんて。人慶を考えてたんだ。兵は響き立て。座という時に使うものだから、一瞬も気を抜けないんだ。この場所ここ、それから、ここも。今日は、ずいぶん薄着だね。マントは、今度返してくれればいいよ。今度は、もっと暖かくしてきてね。体冷やさないようにね。こんな薄着なのに、智也様が寒くないか心配してくれるなんて。智也様、もう、帰れません。どうした？思いっきり端書いちゃったし、これで、まだ残れない、なんて。
そんなのおかしいでしょ？恵子さんが、鍵をかけちゃったの。恵子さんが言ってた。また役立たずだったら、外で寝なさいって。ダメ、だって。その通り、恵子さんが言ってた。私って、一番ダメな元友女な。だって、今はこんな格好をしてるのに。それでも、智也様は私のことを見てくれない。智也様から見たら、私、全然綺麗じゃないもん。そんなことないよ。本当に綺麗だよ。もしかして、智也様が私のこと嫌いになっちゃった？そんなわけじゃない。もういいよ。じゃあ、帰るよ。まあ、玄関で一番座ってればいいし、せいぜい風邪ひくだけだし。まあ、死ぬことはないし。もう、智也様の邪魔はしません。ちょっと、待て。待って。今夜は、ここで寝ていいよ。色仕掛け、吐きかないのか？じゃあ、かわいそう。アピールなら聞く？高橋の部屋で寝るよ。まあ、考えすぎだったか。智也様、私は、もう、智也様のものです。どうして、そんなに私を拒絶なさるのですか？桜井さん、そのことは、もう何度も言わないでくれ。本当に。ただのハプニングだった。だ。俺は、君が一生困らないようにしてあげる。でも、俺は本当に、君と結婚はできない。だから、同じ部屋にはいられない。俺は幸に行く。智也様。藤原智也は結婚もしないし、側室も作らない。仕事しか頭にないみたい。吉金とのあの夜も、ほんの一時の縁だった。最上子をうっかり飲んじゃって。だからあんなことになったんだ。でも私にはあと1年しかない。彼を落とせなかったら私は消えてしまう。どうしよう。智也様、どうしていらっしゃったんですか？よし、金に部屋を譲った今日は、ここで泊まらせてもらう。智也様、桜井さんって本当に綺麗です。よ。ね、普通の男だったら宝物を手に入れたみたいに喜ぶはずです。よ、智也様。彼女と一夜を共にしたのに、まさか全然ドキドキしなかったんですか？春風、一度って何だよ。俺、そうだ、明日仕立屋に行って、女物の着物を一着買ってこい。服を買うんですか？なんでですか？だって、返したら自分は消えちゃうから。言った通り、買ってこいよ。やっぱり、智也様も全然無関心ってわけじゃないんだな。素敵だ、桜町社。こんな景色は見られないわね。あんた、クソババア、何、死に来たのよ。あんたみたいな女が来れるなら、私が来ちゃダメなの？っていうか、将軍邸はあんたの家なの？ふざけないで。智也兄さんに会いに来たのちゃんとした用事があるからよ。間もなくこの町で記者大会が開かれるの。智也兄さんは毎年自分で仕切ってるのよ。私もね、うちのビコトちゃんに会いに来たのよ。あんたはあんたの話をすればいいし、私は私の話をするから、別にぶつかるわけじゃないでしょ？桜井、ヨシキン、ありえない。なんでここにいるの？ちょっと、なんで智也兄さんの部屋から出てきたの？そりゃあ、うちのビコトちゃんに決まってるわ。昨日は智也様と夜通し一緒だったから、今もまだ疲れてるのよ。何してんの？言いすぎるとバレちゃうよ。まだ成功してないでしょ？ありえない。智也兄さんに追いつきたくていろいろ頑張ってきたのに。訓略も勉強したし、記者も一生懸命練習したのに。なのに、あんたみたいな弓も引けない女を家に住ませるなんて納得いかない。納得。いかないなら黙って。な、他のことなら我慢できるけど、あんたがそんなこと言うなんて、弓も引けないなんて、それは許せない。これでもアーチェリー世界大会のチャンピオンなんだからね。まさか、あんたも、弓引けるの？来月の記者大会。あんた、
私と勝負する勇気ある？勝負する勇気ある？やってやろうじゃない！恵子さん、まだ何も言ってないのに、もう返事しちゃったの？そんなに私のこと信じてるの？もちろんよ。恵子さん、本当に私の才能を一目で見抜くなんて、絶対に勝ってみせる。勝ち負けなんて気にしなくていい。友也様に直接弓を教えてもらえることが、それが一番大事なの。手取りで忘れないでね。そうだ。ねえ、じゃあ、彩香に勝ったら、友也様のおかげって言えるね。よし。来月ね。バで決着つけよう。この懐かしい雰囲気。やっぱり、ここが私のホームだよね。私がアーチェリー場。桜井よしきん、帰ってきた！違うな。この体具合なんで、って間違っちゃった。そんなこと言ったら本当に息切れしてるし、どうせ勝てるわけないのに。ミン、どうしてここにいるの？友也様、まだご存知ないですよね。軍の中で噂になってますよ。桜井さんと松本さんが友也様のために3日後に弓で勝負するって話ですよ。今なんて？友也様、桜井さんは、本当に友也様に夢中ですよ。友也様が軍務一筋なのに、あんなにか弱いのに、それでも、弓まで、習ってるんです。私が先に見つけたの！何してるの！高い方がもらえるよ。僕は何もしてあげられないのに、彼女は、どうしてこんなに、無理してまで。松本さん、私に嫌味を言う暇があるなら、もっと弓の練習でもしたら？そうじゃないと、ボロ負けして顔が立たなくなるよ。弓も弾けないくせによくそんな大口叩けるね。私なら目を閉じてでも勝てるよ。店主さん、この弓、買います。かしこまりました。3両です。待って、5両で買う。この弓は、私のもの。何してるの？先に目をつけたのは私よ。私も欲しいの。高い方が勝ちでしょ？納得いかないの？7両。10両。うちの彩香お嬢様は松本家のお嬢様よ。あんたは側室でしょ？彩香お嬢様と比べるなんて身の程知らずね。店で一番軽い弓。私が手に入れたわ。私が買っちゃったからね。彼女は弓道場にも入れないわ。お嬢様、さすがです。行こう。あの子、頭良さそうに見えないな。店主さん、値段、釣り上げてあげたよ。今度は私のお願い聞いてくれる？三隻の弓、作ってくれない？大丈夫です。四つ木は桜井さんが一番高い。弓を売ってくれたら弓1本、ただであげますよ。なかなか抜け目ないな。それは6隻の弓だよ。女性には重すぎる。友也様、どうしてここに？本当に弓を習いたいのか？10日や半月じゃ普通の人なら全然コツもつかめないぞ。さっき言ってたけど、普通の人には無理なんでしょ？でも、私は普通の人じゃないよ。もし、友也様が私に教えてくれたら、すごく嬉しいです。ついてきな。この弓は、俺が7歳の時に騎射を習い始めて父が送ってくれたものなんだ。きっと女性が初めて弓を習う時にもぴったりだと思う。この弓、君にあげるよ。桜井さん、友也様が大事にしてた一番の宝物を全部君にくれたんだよ。ちゃんと練習しなきゃね。人生は津の弓だ。これは本当に貴重だよね。ざっくり言えば、これで一気に距離が縮まった。友也様がこんな特別な大切にしていた方も、持つを私にくださるなんて、私必ず一生懸命練習します。友也様のご好意に応えます。弓を練習するぞ。やり方が間違ってたら、いくら頑張っても意味がない。ついてきて、射場へ行く基礎から教えるよ。ありがとうございます。ちゃんと練習します。弓を構えて、腕をしっかり引いて、放て。やったことあるの？元遊女のレッスンですよ。友也様ならわかるでしょ？そうだね。勝敗なんて気にしなくていいよ。友也様が手取り足取り弓を教えてくれることが、
それが一番大事なんだから。手取り、足取り、忘れないでね。さっき、ちょっと調子に乗っちゃった。盛り下がっちゃった。もう1回。恵子さんの教え通りに。友也様、私の腕、すごく痛い。手取り、足取り、今回はちゃんと覚えた。ほら、来た。君の腕、骨がないみたいに、ふにゃふにゃだな。筋肉なんて全然ないし、そりゃ痛くなるよ。そこで、待って、練習。もっと練習しないとね、弓を楽に弾けるようになるよ。ちゃんと練習しないと、いくら狙いが上手くても強い弓は弾けないよ。まあいいや。私も一番情を乱してるわけじゃなさそう。今なんで？智也様、ありがとうございます。さあ。彩香さん、智也様は、今、忙しいんです。智也兄さんひいきしてるよ。私には教えてくれないじゃん。子供の頃、俺と一緒に弓術を習っただろ。今更習うことなんてないよ。ずるい。彼女ばっかり教えて。もしかして、私より上手なの？よし、金は、確かに君より悟りが早いよ。まだ1時間も経ってないのに、弓を引く姿勢がもうちゃんとできてるね。納得、いかないよ。私も教えてほしい。いいよ。じゃあ、一緒にやってみな。やるしかないのか。さあ。予想外でしょ？私も予想してなかったよ。特別メニューだ。これとはね。高橋将軍。恵子さん、どうして来たの？よし、琴ちゃんを迎えに来たよ。まだ終わってないの？桜井さんと智也様は、まだ練習してるよ。中に案内するよ。ありがとう、高橋将軍。ありがとう。あの子供屋様を丸一日独り占めできるなんて、やっとコツをつかんだみたいね。早く下ろして、重いものは持っちゃダメよ。手にタコができちゃうよ。腕も太くなっちゃうよ。そんな練習してたら、私、倒れちゃいそうよ。恵子さん、恵子さん、大丈夫？早く首を読んで。こんな炎天下で、ずっと日差し浴びて顔まで真っ赤になっちゃった。牛乳風呂でどれだけ元に戻るか。何十年、もう教えてきたけど、こんなにダメな子は初めてよ。月娘が智也様に弓を習いなさいって言ったんでしょ？だから、智也様の教え方がこうなのよ。智也様って、本当に、色気も女心も分かってないわね。でも、彼の言うことも間違ってない。弓を射るには腕力が必要だから、彩香は幼い頃から馬術と弓術を習ってた腕力で勝とうとしたら、確かに勝てない。他の方法を考えないとね。彩香ちゃんと比べなさいって言ったけど、まさか、本当に弓できそうつもり？頑張るわしょ。間違ってるわよ。私も負けるわけにはいかない。もう、私、倒れちゃいそうよ。本当に。その頑張りを智也様を落とすために使ってたら、とっくに正式な奥さんになってたのよ。どうやって頑張ればいいの？どこに力を切れば正解なの？女心が分かってないわね。見てて、君はね、何発か矢を置いて、そして指をつるで切ったふりをして、智也様の腕に倒れ込んで、声を甘くして、甘えた声で言うの。智也様、私の手、痛いよ。ほら、見て、赤くなっちゃったよ。恵子さん、鳥肌、立っちゃったよ。もう。それに、智也様には全然効かないみたい。今日、腕が痛いって言ったのに、智也様は石槌を2つ渡してきたの。罰で持たされたんだよ。この世、に美人に冷たい。男なんていないよ。矢が当たるかどうかは関係ない。智也様が君をテントに連れて行ってくれたら、その時点で、その日の勝者よ。これ、一番いいやつよ。桜町だ、スミンパウダーよ。汗をかいても崩れないよ。あ、そうだ、ちゃんと覚えててね。や、は、さんは、つまで、絶対に、智也様の腕に、N、倒れちゃうのよ。恵子さん。ね、このドレス、花祭り用に用意したんだけど、イヤに合うかな？大丈夫かな？心配。しなくていいよ。愛する人がそばにいれば、毎日が花祭りよ。ばったり会うなんて、桜井さんたちも来てるんだね。ちょっと練習しただけで、ねのよく出る気になるわね。どうせ恥かくだけよ。
天女みたいだ。桜井さん、ボタンよりもっと華やかだよ。友也様、羨ましいな。お嬢様、あの人、いや、なんでする気ないよ。男を狙ってるだけ。ともや兄さん、そんなのに引っかからないよ。見てなさい。すぐに車上に出るから、下手すぎてみんなに笑われるよ。ともや兄さんは絶対彼女のこと好きにならないよ。お嬢様、ともや様が彼女のところに行ったよ。黙って。今日の服装は？今日の服、どうかな？私、似合ってる？そんな格好でどうやって弓を射るんだ？はい、はい。やっぱり、ね。トンカンさんなら、ワトンカンさんなら、私、じゃ敵はないよ。本当に必要ない。誰かに兵士服を用意させるよ。本当に、気にしないで、友也様早く下にいてください。そろそろ行かないと、ケイコさん怒りすぎて倒れちゃい。そう。忘れないでね。まず、友也様の気を引くことが一番よ。アーチェリーは二番だよ。行ってこい。その服装、何なの？事情を知らない人なら美人コンテストにでも来たのかと思うわ。あー、チェリーは顔、なんて関係ないわ。腕前が物を言うのよ。ほら、彩香さんのこの一射、いつもの練習よりずっと正確だね。桜井さん、出だしから苦戦してるみたいだ。ビビってる？ビビるわけないでしょ？彩香さんには感謝しなきゃね。敵の中心を譲ってくれたし。そんなに自信があるなら、私に勝てるって思ってるの？じゃあ、私と賭けしてみる？何賭ける？負けたら一生、ずっと将軍邸には入っちゃダメよ。じゃあ、彩香さんが負けたら？私が負けたら、私も同じよ。彩香さん、なかなかやるじゃん。自分にきついね。自分で言ったこと忘れないでよ。友也様、緊張しないで、桜井さんが勝つかもしれないよ。まったくもう。挑発に乗っちゃって負けず嫌いなのはいいけど、他のことで発揮すればいいのに。初心者のはずなのに、なんでこんなにフォームが慣れてるんだ？この構え、すごく綺麗ね。もし外して、もう全然恥ずかしくないよ。当たった。やったー！これだ！ありえない。これくらい普通よ。そんなに驚かないで。調子に乗らないでよ。私だってできるから。桜井さん、まだ数日しか練習してないのに、もう敵の真ん中に当てるなんて、本当に天才だよ。本当に才能あるよね。努力も惜しまないし。なるほど。桜井さんが堂々と松本さんと賭けをしたのも、かつ自信があったんだ。こっちはずっと心配してたのに。心配なんてしてないよ。心配してたのは部下の僕ですよ。友也様がずっと一人になっちゃうんじゃないかって。さすが友也様が認めた女性だ。この弓の腕前打ちの舞台でも勝てる奴はほとんどいないよな。ありえない。運が良かっただけでしょ。そんなに自信あるなら、もう一回やってみなよ。何度やっても同じよ。これで終わりだ。友也様、心配しないで恥をさらすことはないから。見てわかるよ。この距離なら、外さないと思う。見るね。あるね。友也兄さん、さっき、たまたま当たっただけでしょ？納得いかない。この距離なら、ヨシキンは余裕だよ。何度やっても、君は勝てない。誰が言ったの？私だって全部当てたよ。ほんの少しだったの。何度やっても、同じだよ。そんなの信じない。よしこたちゃんが90点取れるのは、それはね、君の腕前が90点だから、私が100点取れるのは、満点は100点しかないからよ。何それ。信じてないなら、もう一度勝負して、もういいよ。的を50歩先に置いてもらって、もう一度勝負しよう。勝負しよう。あなた、なんて怖くない。よ兄さん、私たちの裁判して。よし、今回、2人、同時に、撃って、
一発、勝負だ。桜井さん、最高。どうよ？勝ったよかげに負けたら認めなよ。こんな遠くまで当てるなんて信じられない前から弓ができたくせに、ずっと私を騙してたんだ。いいわけしないでかけに。待ってたら認めなよ。言ったことはちゃんと守るよ。よし、コタちゃん。何日か練習しただけで、こんなに正確に当てられるなんて、すごいね。智也様のおかげだよ。夜、僕のところに来て。夜に彼のところに行くの？何それ？ちょっと大胆すぎるよ。完璧。普段の腕前はいまいちだけど、まあ、普通だよね。でも、顔は特別に可愛いよね。今夜は絶対に、智也様をメロメロにしちゃうよ。詩的にはね、智也様の言葉って、そんな意味じゃないと思う。嘘でしょ？男女2人きりで夜に会う約束してるし。そうじゃないなら、じゃあ、どういう意味なの？もしかして、さ夜に会うのって、昼間はアーチェリー世界大会の準備で忙しくて、私に構う時間がなかっただけじゃない？野中に乗っても人形の研究してるなんて、いわゆる996でも足りないくらい、仕事への情熱がすごいよね。私ね、あなたのために特別な料理を用意したの。智也様に持って行って食べてもらってね。食べさせたら今はその木がなくてもきっとその木になるよ。何それ？嘘でしょ？牡蠣とニラの炒め物、火に油を注ぐって感じね。羊肉とクコの身の煮込み毎晩。あなたが欲しくなるよう、キクラゲとナマコの炒め物。春風でまた元気が出るよ。やだ、それは、ちょっと。智也様と結婚したいんでしょ？もじもじしないで。もちろん、恵子さん、本当に思ってる吉野よりは生きてる方がいいよね。でも、智也様に走んで欲しくない。こんなに精がつく料理食べて、これって大丈夫かな？何か問題起きないよね。これはね、ちょっとした料理を。智也様があなたを求めたあの夜に飲んだお酒と比べたら、これなんて全然効き目が違うよ。大胆な人は食べ過ぎちゃうよ。臆病な人は何も食べられないよ。さあ、ほら。さあ、早く、行きなさい。早く、行ってきて、行って。智也様、桜井さんがお見えになりました。遅かったね。行こう。案内、するよ。待って、智也様のために何品か作ったの。よかったら先に食べてから行きませんか？まあ、いいよ。軍営から戻ったばかりだし、ちょうど腹減ってる。どうした？なんでもない。自分で作ったの？いや、恵子さんです。恵子さんが作りました。座って一緒に食べよ私。とりあえず、座ってて。細すぎるよ。もっとご飯食べないと。元気でないよ。食べて。ダメ。私たち、元遊女の訓練では、昼過ぎからは食べちゃダメなんです。夜食べると怒られるんです。もう慣れちゃいました。夜に食べ過ぎるとしようか。できなくて。苦労したね。智也様、先に食べてて、水を持ってきますね。全部食べちゃった。
食べて、後で具合悪くならないかな？行こう。連れて行きたい場所がある。どこ行くの？弓矢の部屋だよ。いい感じ。やっぱり、そういう意味じゃなかったんだ。まあ、いい。矢よりもいっぱい食べたし、恵子さんの言う通りにしよう。智也様、ここは、どこ？怖い。ついてきて。今日はいい感じ。とりあえずでも繋げたし。行こう。弓がこんなにたくさんあるんだ。なるほど。弓が本当に好きなんだな。もちろん。指揮的の真ん中に当てたとき、すごく落ち着くんだ。落ち着くの？なるほど。デキの真ん中に当てる命中率も上がる。かつ可能性も高くなるし、心も自然と落ち着くよ。そんな意味じゃないよ。まあ、いいや。智也様、どうして私をここに連れてきたの？昼からずっと君のことを考えてたんだ。いろいろ考えたけど、やっぱりここが一番だな。もしかして、私の思い違いだった？彼、ついに気づいたの？でも、ここでさすがに、もしかして。さあ、どれくらいの弓を引けるか、やってみて。はい、試してみて。ここにある弓は3隻から7隻まで何でも揃ってるよ。こんな遅い時間に呼ばれて、もしかしてここにある弓を全部試せってことなの？そうだ。夜昼からずっと君のことを考えてたんだ。そんなに力がありそうに見えないのに、楽々と3隻の弓を引けるなんて。しかも命中精度もなかなかだし。ふと思ったんだけど、君の弓の技術を軍全体に取り入れたら、そしたら軍の戦力もめちゃくちゃ上がるよな。まあ、いい。宿前はやっと気づいたって、もうそうしてたけど、私の勘違いだった。ほら、まずは、この3隻の弓を、N、試してみて。ほら、早く試してみて。よし。ほら。やつきを眺めて、精神を無駄にしてる。どこがいいの？これ、試してみて。よし。ほら、これ、試してみて。この体、もう限界っぽい。ダメかも。私なら、絶対弾けるはず。危ない。なんか、この部屋、やけにムッとするな。窓、開けよう。野菜、やっぱり聞いてるみたい。友也様に振り回されちゃった。危うく本来の目的忘れるところだった。さあさあ、ちゃんとやるべきことやらなきゃ。このままだと1年だったら、私、本当に終わりだ。友也様、恵子さん、どうやってたっけ？友也様、見て、私の手、こんなに腫れちゃった。すごく、痛いよ。ちょっと、休んで。また、今度、練習しよう。夜、吉木に手を出したのは、間違えて、他人も酒を飲んでしまったせいだ。でもさっきは、ちゃんと意識があったのに、どうして彼女を大事にできなかったんだ。ダメか。あんなに食べたのに、全然効果ないの？私って、そんなにスタイル悪い？全然気にしてくれない。桜井さん、智也様が私に、N、あなたをお送りするようにと仰ぎました。しゃあないか。終わった。また恵子さんに小言言われるの。あの人、
コーチより怖いんだよね。友也様、桜井さんと一緒に弓の引き方を教えてたんじゃないの？もう帰ってもらったよ。もう帰ったの？そんなに暑かった？今、台所できたスイカだよ。食べる？高橋、いさね。例えば、誰かに出会って、その人を見ると、理由もなく、近づきたくなって、体が熱くなる。だけど、これってどういうこと？そんなに急いで食べなくてもいい。よ、誰も取らないから、ゆっくり食べてね。友也様、その女性って、桜井さんでしょ？そう。ありがたい。先代様のおかげだ。友也の母のおかげだ。うちの友也様が、やっと花が咲いた。何をブスついてるんだ。友也様、桜井さんのこと、惚れちゃった。じゃないですか？これが、ときめくってことか。友也様、桜井さんはもう側室みたいなものです。彼女も友也様に夢中だと思いますし、友也様も彼女のこと好きです。よね。正室にできなくて、もやしきに迎えてあげればいいじゃないですか。二部、もう泣く。それじゃ、彼女がかわいそうだ。ダメだ。友也様、どこ行くんですか？稽古、する。家に呼んだって、やっぱりかわいそうだよ。うちの友也様はさ、ほんと、あの人は自分の気持ちに逆らえないよ。な。どう今回はうまくいったよね？うまくいった。私、腰、もう背が、もうめっちゃ痛い。ごめん、友也、もう叱られるのも、補習、もうほんと嫌なんだ。だから今回はあなたのせいにしちゃうね。ほらね、やっとできた。うちの美琴ちゃんは一番すごいよ。じゃあ、部屋に戻って寝るね。眠い。はい。早く寝てね。明日は勉強しなくていいよ。神様、これ、金メダル取るより、よっぽど、大変だよ。ちょっと、見てよ。うちのことのが明日には山田。大輔の側室になるんだ。別に、すごくないじゃん。恵子さんねえ、桜町から一緒に来て、生きていくために頑張ってるのに。恵子さんの美琴ちゃんは、なんでこんなにパッとしないの？誰が言ったの？うちの美琴ちゃんは、そのうち藤原家庭の側室になるよ。側室になることが、そんなに誇れることなの？何言ってんの？そんなのみんな知ってるよ。友也様は奥さんも側室も作らないで、有名じゃ養ってるだけって言うけど、恵子さんの美琴ちゃんは側室扱いされてるって小さい。よし、琴ちゃんは一度も藤原家庭に行ったことないじゃん。喧嘩で負けても、私のせいにされるし。誰がそんなこと言ったの？昨夜、うちの美琴ちゃんは友也様と一番中一緒だった。だから、よし、琴ちゃん、そうでしょ？うん。なんで、ここに？彼女、忘れたよ。俺たち、桜。ねえ、友也様。お願い。バラさないでね。じゃないと、恵子さんに、ずっと小言言われちゃうよ。友也様、弓の精度を上げる。ほう。探してるんでしょ？まずは私に合わせて、すぐに考えてあげるから。本当に会をできるのか？絶対、できる。どうぞ、話して、何って言えばいいの？何も言わなくていいよ。ただ、私の様子を見て、動いてくれればいいから。昨日は、友也様の攻めが激しすぎて、私腰が痛くて、まっすぐできないくらいよ。今日は立ってるのも辛いの。じゃあ、部屋に戻って休もうか。全部、友也様にお任せするね。何してるの？君が合わせてって言ったんだろ。まあ、いいよ。もういいや。早く部屋に戻ろう。行くよ！急いで。ほら、友也様は、うちの美金に、本当に優しいよね。まだ、帰らないの？着いたよ。ここで、降ろしてくれる？
もっと食べないとね。本当に。あれはやめて。元勇者の訓練はやめてほしいからだ。が、大事だから。何の訓練？昨日、君が言ったんじゃなかったっけ？昨日のことはもう言わないで。一言もその話しないでね。じゃあ、さっき自分の名を汚したのはどうしてだ？もしかして花祭りの女性と張り合ってたのか？友也様、やっと気づいたんですね。今回はちゃんと見抜きましたね。まるで大帝が勝ち誇ってる時みたいだね。ワイデイって誰？大帝は高橋が勝ってるオウムなんだ。いつも勝つと得意げに胸を張ってるよ。もういいよ。もうやめて、かんざし。返して。さっき言ってたよね。アーチェリーの技術をもっとよくできる方法があるって。どうした？昨日、あんなことになったのに、彼はよく耐えたな。桜町遊女のやり方はそもそも全然通用しない。藤原智也って本当に仕事人間だよね。頭の中は仕事だけもう1ヶ月以上も経ってるのに、これ、異常時間を無駄にできない。いっそ作戦を変えよう。仕事で攻めてみるか。手伝って、もういいけど。でも、条件がある。話してみて、できる範囲なら何でも。すぐに結婚してほしいなんて無理だよ。徐々に進めるしかない。将軍邸に済ませて。それだけ？うん。やっちゃった。条件、安くしすぎたな。まあ、いいか。将軍邸に入れるだけでも十分進歩だ。でも、将軍邸は慣れないかもしれないよ。平気だよ、こだわらないから。金や5、書や絵みたいなものもない余計商品とかも置いてないけど。私はそういうの使わないから。いいよ。じゃあ、行こう。どこ行くの？将軍邸に帰るよ。行く！やっぱりね。ほら、私の言う通りでしょ？男は1、年を出したら、もう毎日野菜と、豆腐だけじゃ物足りないのよ。早く、吉金の服とアクセサリーまとめて、将軍邸に持って行って。待って、ちょっと、買い物をしてくる。服が欲しいなら、将軍邸の人に頼めば、買ってきてもらえるよ。そうじゃない。弓矢を改造する。素材を探さないと観察してみたけど、弓のつるって全部牛の筋なんだね。この話はすぐには説明できないんだ。まず材料を買ってくるね。買ったら君のところに行くよ。お兄さん、彼女を怒らせちゃったのかな？違う、彼女は俺のじゃないよ。じゃあ、恋人ってことだね。よかったら、飴やお菓子でも買って機嫌を直してあげたら、うちの商品はいろいろあるよ。何でも揃ってるから、大人も子供もみんな大好きだよ。はい、包んだよ。何買ったの？姉とお菓子。弓矢を改造してあげるって約束しただけなのに、私のために買ってくれるなんて。ありがとう。君も食べなよ。じゃあ、もう少し買ってくね。お兄さん、さっきも言ったけど、うちのスイーツは大人も子供もみんな好きなんだよ。子供だけじゃなくて、大人にも買ってあげないと、子供は機嫌を取らないといけないし、恋人もちゃんと機嫌を取ってあげないとね。これをもう一つください。気にしない。気にしない。私さえ気にしなければ気まずいのは他の人だから。松本さん、どうしてここにいるの？教師からの手紙です。父はこれを渡すように言われました。なんで将軍邸まで持ってこなかったの？前にアーチェリーで負けた時の賭けだから、賭けに負けたら潔く認めるのがルールよ。綾香は言ったことは必ず守るだから、将軍邸には絶対に入らない。今日は15日だからね。絶対ここに来るって思ってた。だから待ってたの。ちょっとわがままだけど、なかなか面白いわ。将軍、今日は随分早いですね。お菓子屋さんに通りかかったから、子供たちにおやつを少し買ってきました。じゃあ、みんなを読んできますね。将軍が来てくれたって知ったら、きっと大喜びですよ。本当に大丈夫です。この後、うちがあるので、また今度にしましょう。この通りでずっと住んでたのに、初めて知った。ここに学校があるなんて。ここは学校じゃない。この子たちの父親は、ほとんどが5年前に戦死した兵士たちの意地なんだ。なるほど、そういうことだったんですね。
智也兄さん、家を用意してあげて。先生も雇って勉強や字を書いたり武術も習わせて。本当にすごいです。全部北方民族の連中のせいよ。平気で約束を破るし欲張りばたりで、智也兄さんが守ってくれて助かったよ。ここ数年、彼らももうちょかいを出せなくなったね。話してもわかんないでしょ？智也兄さん、先に行くね。5年前、その大きな戦いの時、藤原智也はまだ16歳だった。その戦いで両親を亡くしたばかりで、たった1人で背負ってきたのの全ての軍務を引き受けたんだ。道理で仕事のことしか頭にないんだな。どうした？別に、ちょっと、智也様って本当にすごいなって思っただけ。大したことじゃないよ。将軍の栄光の裏には、多くの犠牲があるんだ。みんな誰かの息子で、夫で、父親なんだ。願うのは、もしまた戦場に出ることになったら、犠牲が少しでも減ることだけだ。弓を改良しようと思ったのはそのためだったんだね。そうだ。技がもっと磨かれれば、戦場に出た時、生き残れる可能性ももっと高くなる。彼はひたすら最強を目指してるけど、本当は戦わないためなんだ。道理で北の島北西で一番大きな町になったわけだ。行こう。どこ行くの？弓矢を改造するよ。将軍邸は、そんなに大きくない。ここが私の部屋だ。これからは、ここで過ごしてほしい。後で高橋に部屋を片付けてもらおう。何日かぶりですね。智也様も、やっと決心されたんですね。俺は西の官に移る。やっぱり。いつになったら何かできるのかしら、智也様。うちの美金は子供の頃から臆病なのこんな開いていたくで、智也様がいないと、吉金は怖がっちゃいます。邸宅の門に守衛を8人配置する。違うよ。智也様。智也様。智也様。弓のことしかわからないんです。戦場のことは知らないし、改造するときは、智也様にいろいろ教えてもらいたいです。そうそう。西の間は長い、使われてないし、すぐには片付けるのは無理ですよ。智也様、もうここに住んじゃいましょうよ。私も、もう年なのかな？私のやり方、もう時代遅れなのかな？まさか、あなたなの？よくもこっそり軍営に入ったわね、智也様に言いつけるから。訂正しておく、ね。私は、どう入ったの？よ、智也様が自由に出入りしていいって許可してくれたの。私も軍営に入りたいのに、毎回申請しなきゃいけないんだよ。なのに、なんであなただけ自由に出入りできるの？もしかしたら、私の方が智也様のことをよく分かったってるからかもね。智也様の好みもちゃんと知ってるし。ヒュミの腕が、ちょっと私より上なだけでしょ？私だっていっぱい練習したんだから、次の大会は絶対勝つからね。でもね、智也様は私のこと気に入ってるの。多分弓が上手だからだけじゃないと思うよ。他にも理由があるんじゃない？他にも理由があるんじゃない？あなた智也兄さん、あの人、ずうずうしいよ。綾香、無礼はやめなさい。あの人が、いろいろ手伝えるって言ってたの？あの人は、いろいろ手伝ってくれるよ。あなたに、忍とも智也兄さん、前はこんな人じゃなかったのに、あの人のせいで変わっちゃったんだ。あの人は軍営に来て弓矢の改良を手伝ってくれてるんだ。それで悪くなるわけないだろ。弓を改良するの？もうこの辺でからかうのはやめるね。あなたも弓が好きなんでしょ？よかったら一緒にやってみない？どうやって改良するっていうの？もしかして、また石鎖で鍛えるとかじゃないよね。もういいってば私、そんなの興味ないし。うちの弓はね、牛の剣を使ってるよ。藤原将軍。聞くところによると、側室を軍営に連れ込んだと聞いたが、それは感心しないぞ。佐藤さん、彼女は俺が特別に呼んだ弓矢の改良をお願いしている。あの人誰？お坂部から来た特使だよ。
北方の患者の調査に来てる彼の息子。昔、軍隊にいて問題を起こして、友や兄さんに首にされたの。だから、何かにつけて、友や兄さんに嫌がらせしてるの。元遊女、なんかを読んで軍の弓矢を改良させるなんて、兵士たちの命を冗談にしてるのか。佐藤さん、お坂部は北方の患者の調査を任せただけだ。これは軍の問題だ。俺には説明する必要はない。将軍が襲撃された時、この女が刺客の名前を一目で言い当てたらしい。もし彼らと手を組んでいなければ、どうしてそんなに的確に当てられるはずがないだろう。私は彼女が北方の患者だと疑っている。違います。友也さん、どうして彼女が患者じゃないって言えるんですか？彼女を連れて行かせていただきます。ちゃんと調べた方がいいでしょう。誰か？佐藤さん、俺の側の者に濡れ衣を着せるつもりか？友也さん、どうしても彼女をかばうなら、今日に戻ったら、陛下にそのまま伝えるしかありません。じゃあ、報告すれば？佐藤さん、四角の居場所が分かったのは、私が弓矢について研究しているからです。軍営に好きな時に出入りできるのは、私が弓矢を改良する技術があるからです。軍の弓矢は北方民族の弓矢と比べて、射程が約60尺も違うんです。だから攻防戦ではずっと不利なんです。兵士の皆さんも知ってるはずです。私の言ってること、合ってるよね？確かにそうです。そんなの軍の誰もが知ってるよ。君が正しいことを言ったとしても別に驚くことじゃない。知ってるだけじゃなくて、しかも軍の弓術を改良できるんです。本当か？佐藤さん、私はやってみたら、それで私の潔白を証明できる。証ですよね？もちろんできますよ。俺たちが敵より射程が高ければ城を守るときはまさに王にかなもうだ。そうだ、桜井さんはいつも俺たちのこと考えてくれる。最後でそんなわけない。もし私ができなかったらどうなるんですか？佐藤さんにお任せします。わかった。後で後悔しても知らないぞ。弓の製法は同じなのに。なのに、俺たちの弓は敵に勝てないんだ。本当にわからないな。まあ、弓はつぶせ木で作って、鶴も牛の筋だし。でも、北方民族は遊牧民だから、鶴に使うのは特に丈夫な牛から取った筋なんだ。うちは農業がメインだから、牛を殺すのは禁止されてる。鶴に使うのは、年老の牛が死んだ時に取った筋なんだ。それでどうしても劣ってしまうんだよ。なるほど。でも、牛は法律で殺しちゃいけないんだ。どうしようもないよ。それで、どうやっていい弓を作るんだ？もしかして、私のこと心配してる？別に心配なんてしてないよ。絶対に連れて行かせない。君は無実だ。証明する必要なんてない。君が本当に連れて行かれるようなことがあったら、俺が無能ってことだ。藤原智也って本当に頼れる人だよね。自分の仲間を絶対に守り抜くんだ。智也様はもちろん正しい。人なら何も恐れることはないよ。でも噂ってすぐ広まるものだから、あなたはずっと北の国境にいて、彼は教師にいるし、もし彼が天皇に悪く言ったら、時間が経つにつれて陛下が疑い始めたら、結局、損するのは智也様だよ。彼女が自分の潔白を証明しようとしてるのは、単なる意地じゃなくて、本当はこのことを心配してるからなんだ。まあ、絶対に作れるよ。彼に邪魔されても大丈夫だから。よし、キン。どうしたの？イさん。ね、ある人を見ると、理由もなく、近づきたくなって体が熱くなる。だけど、これって、どういうこと？友也様、桜井さんのことを好きになっちゃったんですね。心が動くって、こういうことなんだ。
彼女はまるで太陽みたいに輝いてるのに、俺は拳の運命を背負ってる。家族まで傷つけてしまう彼女を泥沼に引きずり込むなんてできない。大丈夫？いや。智也様。何してるの？そんなにガード固くしなくてもいいのに、ちょっと熱を測りたかっただけだよ。別に変なことしようとしたんじゃないよ。熱、もう出てないね。智也様、これ、試してみてね。お？どうだった？ええ。仕事人間のあの人がまさかぼんやりするなんて。今日どうしちゃったの？このツル、試してみてどう？まあ、元気な牛は殺せないけど、南の森にはサクさんっていう虫がいて、この虫の糸は蚕の糸みたいに滑らかじゃなくて、だから服は作れないけど丈夫で、弾力もあるから牛筋と一緒にねじって弓のつるにするともっと強くなるんだよ。どうしてそんなこと知ってるの？まさかスポーツの授業で弓の材料の由来とか歴史まで教えてくれるなんて、さすがうちの教育だよね。ほんと抜かりないわ。南の女の子たちはサクさんの糸を金のつるに使ってるの。それで思ったんだけど、金のつるにできるなら弓のつるにもきっといいんじゃないかなって。よし、金。もし、本当にうまくいったら、君が功労者だよ。ちゃんと表彰してあげる。そんなのいらないよ。もらって、もう、どうせ楽しむ暇もないし。それで、何が欲しいの？私と結婚してよって言っても、どうせ嫌なんでしょ？君は、本当に、それだけでいいの？当たり前でしょ？これは、命に関わることなんだから。今回は藤原様即答で断らなかった。智也様、私はあなたに心から思っています。信じてくれないの？違う。よ、信じてる。じゃあ、どうして毎回、私のこと避けるの？君を傷つけたくないんだ。見回りに行ってくる。ちょっと、自分怒らない、怒らない。まだまだ、これから。でも、私を傷つけたくないって、何それ？おかしいでしょ？さっきまで智也様と楽しく話してたのに、どうして急に帰るの？彼が言ってたの自分のせいで、私を不幸にしたくないって。だから私と結婚できないって。恵子さん、なんでだと思う。彼ってさ、もしかして何か病気でも抱えてるのかな？そんなことないと思うよ。あの夜は何か混ぜた強い酒を飲んで、あなたを随分振り回してたし、熱いお湯もさ、4回飲ませて疲れてヘトヘトになってたよね。もういいよ、恵子さん。そんな細かい話は全部言わなくていいよ。なんでそんなに大げさなの？最近、ね、実は、将軍邸の奥様方から聞いた話があるの噂によると、智也様が生まれた時、あるお坊さんが運命を占ってもらったら、小星の運命だって言われた。だって争いが絶えない運命で、愛情にも恵まれないって。あのブーさんの話なんて、本当に信じられるの？でもさ、その子、智也様が、15歳の時、ご両親が2人とも戦で亡くなった。だって。それに、子供の頃から婚約してた、婚約者も戦乱で亡くなったみたい。智也様は親戚に迷惑をかけないように自分から来たのを国境に行くって教師を離れたんだよ。教師を離れてから藤原家の親戚はもう何も問題が起きてないみたい。みんなそう言ってるよ。智也様の小星の運命って本当に当たってるんだって。でたらめだ。でも、智也様が来たの国境に行ってから本当にずっと勝ってるし、殺伐の雰囲気がすごいんだよ。彼は殺すことを好むような人じゃない。彼が戦いに身を置いているのは全部家族役に、そして人々を守るためなんだから。お嬢様の言う通りね。でも、智也様は信じてるみたい。大丈夫。ご飯は1口ずつ食べる。物だよ道も1歩ずつ進む。しかないよ。まずはアーチェリーの問題を解決して、それから彼のことを考えよう。やったー！
よし。金がどれだけやれるのか、ちょっと見てみようじゃない。あんな大口叩いて、もし失敗したら、友也兄さんまで待ち込まないでよ。マッシュ、柔らかくして、よくこねるだけ。弓のツルを作るだけだし、別に難しくないし。何なの？寝てるのに寝言言ってるし、びっくりした。わ？この女、敵が多いわね。本当にね。何これ、ちゃんと歩いてよ。これが改良した弓矢だ。兵士たちに試させてみよう。わかるだろ？試してみろ。はい。将軍、この弓のつる、柔らかくて力が出ません。いつものよりダメです。これじゃ戦場じゃ使えませんよ。改良したら余計に悪くなったな。それでも、まだ北方の患者じゃないって言えるのか。へいへい、捕まえろ。誰も手を出すなよ。みんな言ってるけど、友也様は一番公正らしいな。その通りみたいだな。将軍も美人には弱いんだな。佐藤、清さん。このユニズルの改良は一回でうまくいくとは限りません。一度失敗したくらいでまた試せばいいんです。数日前彼女は自信満々に保証したんだ。今になって結局作ったユニズルは使い物にならない。軍法で裁くべきだ。よし、金は俺もものだ。罰するなら俺が代わりに受ける。友也様、必要ありません。軍の作戦に塩をきたしたなら、軍法通りに50回の棒打ちだばちを受けたら、また試せばいい。いらないって言ってるの。私の男がそんな屈辱なんて受けさせない。佐藤、清さん、ちょっと急ぎすぎじゃないですか？試してみてって言ったけど、それが私の改良した弓だとは言ってませんよ。なんだと？これが私が改良した本当の弓矢です。一番遠くの的を撃って。桜井さん、これは。将軍の腕を信じてる。私の技術も信じてほしい。払て。将軍、やりました。将軍、命中しました。先ほどの矢はどういうことだ？あれ、もう私が改良した弓なの。なんで弓のつるがあんなに力がなかったんだ？それは、佐藤さんに聞けばわかるんじゃない？お前の弓のつるに問題があるだろ。お前の弓がおかしいんだ。俺には関係ないだろ。どうして鶴があんなに弱くなったの？私の弓作りに問題があったわけじゃない。実は、誰かがちゃんと仕上げていない鶴に水をかけたのよ。濡れ衣を着せるな。証拠でもあるのか？私が証拠です。友也様のところに行った時、たまたま誰かがこっそり兵舎に入るのを見かけた。桜井さんの弓のつるに水をかけていた。このお坂部の札大人、見覚えありませんか？これ、彼が兵舎に落としたんです。佐藤さん、まだ何か言うことがあるか？兵器を壊し軍の作戦を妨げた罪で軍法に基づき、50回の軍ゴリケアだ。誰か、連れて行け。藤原友也、お前、そんなことしていいのか？俺は陛下の命令で調査しに来たんだぞ。連れて行け。君はもう知ってたんだね。彼が何か細工するって。まあね、松本さんに感謝しないとね。私とあなたの勝負は正々堂々とやるからね。佐藤清みたいな悪者にさせるつもりはない。よ、父が言ってたんだけど、戦争は人の命がかかってる。
あなたの弓矢はたくさんの人を救える。通りで、最近北の島どんどん良くなってるね。市長も将軍も民や兵を大事にしている人たちだね。あなたもなかなかいない素晴らしい女性だよ。いいこと言ったからって、私、まだあなたと勝負するからね。そんなの私には聞かないよ。今回はあなたの勝ちでいいけど、友也兄さんは絶対に私が手に入れるからね。恵子さん、結婚式なんてあなた一人で行けばいいのに、なんで私たちまで行かなきゃいけないの？いいから、幼馴染の親友が隣町でお嫁に行くんだから。もちろん行くよ。それにさ、少し離れれば、新婚異常に仲が深まる。よ理解してる？まったく、将軍邸にあんなに長く住んでるのに、友也様との関係、全然進展してないじゃない？本当に、もっとじらさなきゃダメよ。見せないで、触らせないで、体を恋しくさせて、香りを恋しくさせて、あなたを恋しくさせなきゃ。はい。もう、やめて、行くよ。これ、以上言ったらモザイク、必要になっちゃうよ。昔の人が控えめだなんて、誰が言い出したの？桜井さん。友也様、どうしてこんなに飲みすぎたの？今日は嬉しくて来た人の酒、全部飲んだんです。じゃあ、良いさましのスープ作ってきますね。助かります。高橋将軍、もう休んでくださいね。こちらには3人いますから、ちゃんとお世話できます。わかった。ゆすぎ。私だよ、起きられる。ベッドまで連れて行くから、少し休もうね。もう、行っちゃうの？恵子さんが隣町に行くって言ったから。行かないで。友也様。そんなこと言うの？行かないで。隣町、北の市には、及ばない。なるほど。そういうことか。確かに及ばないね。でも、恵子さんがどうしても行きたいみたい。だから、行かないでしょし、将軍邸も、それに、教師藤原家の資産も、全部君にあげるから、行かないで。友也様、それ、どういうつもりで言ってるんですか？あなたの資産なんてもらっても困りますよ。確かに、君と結婚はできないけど。でも、これ全部、君にあげるよ。友也様、そう言われると、誤解しちゃいますよ。何を誤解するの？誤解しちゃうよ。私に下心はあるって思っちゃうよ。誤解じゃないよ。君への気持ちは、もともと清らかなものじゃない。純粋な思いじゃないんだ。君に対して、やましい気持ちがあるんだ。君が傷つくのが心配なんだ。君に会えなくなるのも嫌なんだ。それなら、どうしても行くって言うなら、僕の全部の財産で、君のことを守れるから。もしかして、私が北の市を離れて、もう戻ってこないって思ってるの？そうじゃないの。恵子さんがそう言ったの、結婚式に行くって。ってことは、私はいなくなるの、寂しいんでしょ？そうなんでしょ？結婚はしてくれないのに、全部の財産を私にくれるってこと？もらってくれる？こんな衝撃的な答え、本当に初めて聞いたよ。今、だいぶ酔ってるね。私が部屋まで連れて行くから、休もう。寝たくない。
このままここで一番中座ってるつもりなの？僕がいたら、君がいなくなっちゃう気がして。いなくなるなんてありえないよ。いなくなっちゃうんだ。父さんも、母さんも、いなくなっちゃったから。私はいなくならないよ。もう大丈夫だよ。本当に酔っちゃってるね。もしよければ、部屋まで送って休ませようか。ともや、酔っちゃったね。酔ってる時の方が本音言うんだね。ねえ、ともや、私が離れるの嫌なんでしょ？私のこと好きなんだよね。好きだ。君が笑っていると胸がドキドキして止まらないんだ。素直な人の愛の言葉って本当にドキッとしちゃう。な穏やかで強くてみんなをちゃんと尊重してる。しかもこんなに素直で好きになっちゃうよね。今回の任務、該当悪くないね。よし、キン。これ、お互いの気持ちだからね。明日になったら文句言わないでよ。お互いの気持ちだよね。君も僕と同じ気持ちなの？当たり前じゃん。ともや、これからはさ、もうちょっとペース配分してくれない？毎回1ヶ月も我慢した夜通しなんて、ちょっと大変だよ。腰がもうダメになりそう。一緒に見てもらう？クロイ？そんなの恥ずかしいじゃん。じゃあ、僕が揉んであげようか。そんなことより大事なのは、いつ私と結婚してくれるの？まさか、本当に、そんなこぼしの運命なんて信じてるの？本当な。だ。僕の周りの人はみんな、僕のせいで巻き込まれて死ぬんだ。私は平気だよ。友也と結婚しないと、私こそ死んじゃうよ。そんなこと言っちゃダメだよ。絶対に長生きできる。じゃあ、彼は家を全部あなたにくれるけど、でも、結婚はしてくれないってこと？それなら、最高じゃない？お金がある場所が男の愛もそこにあるのよ家も。全部あなたのものだし、友也様も当然あなたのものよ。私もわかってるよ。でも、それじゃダメなんだ。どうしても結婚しなきゃ。なんでそんなに思い詰めてるの？そういうことにしておいて。ねえ、松本さん、もう食べるのやめて。読んだのはお菓子、食べてもらうためじゃないよ。ちゃんと考えてよ。友也はどうしたら私と結婚してくれるのかな？そんな夢みたいなことはやめな。現実を見なきゃ、友也様は子供の頃に占われて宮廷占い星が、彼はこぼしの運命だといった身近な人を不幸にする運命なんだって。だから、結婚には全く興味がないの。全部ちゃんと話したし、わかってるよ。私は気にしない。運命は自分で決めるものよ。そんなの信じてない。それでも意味ないよ。友也様には形式上の婚約者がいるんだ。そうなの？誰なの？桜井、正信の結。いつの娘で名前は？桜井。美は10歳にもならないうちに戦乱で亡くなったんだ。桜井先生は友也様の恩師で、友也様は定義が厚く、生涯、独身を誓って義理の息子として、桜井夫妻の世話をしてるんだ。ちょっと考えてくれない？とに何か方法ないかな？え？私？よし、コトちゃん。正気なの？私たち恋のライバルだよ。違うでしょ？あなた、もう出番ない、じゃない？
でも、私には、まだちょっと出番が残ってるよ。誰かに負けるくらいなら、私に負けた方がマシでしょ？智也様は、かっこいい女性が好きなんだよ。試してみたら？やっぱり松本さんが頼りになるね。かっこよさなんて気にしなくていいよ。私の意見だけどさ、智也様には恋敵を作るべきよ。争われるものって価値が出るんだから、そうなると、地ですら美味しそうに見えるのよ。違う。よくある話だけど。よし、ことちゃんがきっかけを作って、智也様がヒーローになって助けてくれる。展開にするんだよ。違う。恋敵を作るべきよ。私の話を聞いて。やっぱり恋敵を作るしかないよ。彼女の言うことは気にしないで。もう、やめよう。静かにして、順番に試してみよう。それでわかるから。私が智也様を知ってるのは、あなたたちよりずっと前からだよ。私の言うことを信じて間違いないよ。そう、凛々しくてかっこいい。準備は、整ったか？命令を伝えろ。明日の演舞で頑張った人には、みんなご褒美をあげる。私も活躍したら、褒美ももらえる？どうして来たんだ？智也様の言うこと、変じゃない？私は智也様のものだもん。なんで会いに来ちゃダメなの？智也様、この過去、どう？似合ってる？明日、竹城に行くのに、活躍できるかな？君の弓の腕前なら、どんな服でも全然問題ないよ。こんなに素敵なのに、智也様、どうして私を避けるの？そんなことないよ。最近、軍務が忙しくて。さあ、そうだ、高橋にちょっと、用事があって戻ったらまた話そう。凛々しく決めたのに、効果なかったみたい。作戦、変更！私ならこうするね。智也様にライバルを作ってみたら？田中正史さん、今日は大変でしたね。よかったらこれで汗を拭いてください。桜井さん、ありがとうございます。智也様、あれって、桜井さんじゃない？なんで、田中正史さんと一緒にいるんだ？田中正史さん、朝からずっとお疲れ様。水くらい飲ませてもいいでしょ？智也様、細かいことまで口出すんですか？大変だったって。軍の訓練が楽なわけないだろう。田中副将。そんなに暇なら、重州走ってこい。戦場じゃ、命の保証はない。誰もハンカチなんてくれないぞ。水ももらえないからな。智也様のおっしゃる通りです。返して、よ、ハンカチ。あなたにあげたわけじゃないのに。軍で、またふざけたことしたら、すぐに将軍邸に帰らせるからな。ちゃんと嫉妬をしてくれたけどね。でも、ちょっと迷惑かけすぎたかな。これじゃ、もう誰も協力してくれなくなっちゃうよ、ね。違う。ドラマみたいにやらなきゃ、女の子がきっかけ作らないと、智也様にヒーロー役してもらうんだよ。ってことは、ヨシキンが材料探しに来て、誰かに邪魔されたってこと？そうなの。私が起点を聞かせて、混乱に乗じて逃げ出したの。智也様に助けを求めたわ。早く。芝居、ちゃんと最後までやるよ。お金稼ぐのって大変な。だから早く、私の手、縛って。助けて連行しろ！智也様。ヨシキン、何の？芝居してるんだ。バレちゃった。ね。智也様が来てくれて助かった。人を呼べ。ここはちゃんと取り締まらないとな。はい。怪我してない？やっぱりダメだったね。本物の不良をもうちょっと集めてみる？よし、コトちゃんみんな、牢屋に入れられちゃったし。こんなこと、もう誰もやらないよ。高橋将軍、うちの美琴ちゃんは、智也様のこと、どう思ってるかわかってるでしょ？うちの智也様は昔から女性に近づかないんだ。桜井さんが初めてあんなに長くそばにいられた人なんだよ。
智也様は情に熱い人だから、桜井さんが一緒にいれば、時間が経てば、きっと好きになるよ。日久お嬢なんてありえないでしょ。たった2回しか一緒に寝てないのよ。そんなのありえない。恵子さん、高橋将軍はちゃんと真面目な話をしてるんだから、あなたがいつも遊郭で言ってるような色っぽい話じゃないよ。知ってるよ、当然、高橋将軍の気持ちは。じゃあ、あなた、そんなに待てるの？そんなに待てないよ。最近、うちの智也様が近くの州軍を巡回する予定なんだ。いっそ、桜井さんも一緒に行ってみたら？そうすれば、もっと智也様と一緒に過ごせるよ。女が男を追うのは、ほんのちょっとした壁しかないんだよ。しっかりした女でも、しつこい男には弱いもんさ。いいね。なんでついてきたんだ？巡回は大変なんだよ。観光じゃないからね。智也様、苦労するのは分かってる。でも、智也様がそばにいない日はもっと辛いの。ちゃんと約束するよ。変なことはしないから。智也様、お願い。一緒に連れてって。そんなこと言わなくていいよ。ちゃんとお願いするから、お願い、一緒に連れてって。行こう。今ならまだ引き返せるよ。この道中、宿場はあまりないからね。智也様も言ってたよね。この道中、宿場はほとんどないって。もし私が一任で書いたら何が起こるかわからないし、山賊とか盗賊に遭っちゃうかも。よし。金、ふざけるのはやめて。俺が悪かった。考え直した。君さえ良ければ、今回教師に戻ったら、天皇陛下に結婚をお願いするよ。だから、もう、危ないふりはやめて。君がまた傷つくのは嫌だから。本当に？君を幸せにしたい、苦しませたくない。君が気にしないなら、俺の拳の運命も気にしないな。俺も全然気にしないよ。君を守り続けるよ。俺が死ぬ、その日まで、ずっと。そんなこと言わないで。あなたは絶対死なないよ。私たちは元気に生きていこう。元気に生きていこう。もうすぐ宿場に着くよ。ちゃんと休んで。宿場に着いたらすぐ水で体洗える？もたもたしなければ、まだお湯で体洗えるかも。わかった。町に着いたらまず食料を買いに行こう。普段は買い物なんてそんなに好きじゃないのに、どうして高橋に来た途端に、モツもまだ片付けてないのに、急いで私を外に連れ出したの？高橋さんの提案だけど、確かにいいけど、でも野菜ばかりはもう十分だよ。じゃあ、欲しいものでも買いに行こう。俺たちのものを壊して弁償する気もないのか？どんな理屈だよ。茶碗15だろ。銀1両払ったのに、これ以上どうしようって言うんだよ。銀1両だけかよ。誰にそんなこと言ってんだ。これは俺のひいじいちゃんのひいじいちゃんから受け継いだんだぞ。持ってる金全部出せ。それなら許してやる。待て、命だけは助けてやる。動くな今回は見逃してやる。返すよ。助けてくれてありがとう。君がいなかったら、俺と妹はきっと財布を取り戻せなかったよ。大したことじゃないよ。気にしなくていいよ。話し方を聞くと、高橋の人じゃないね。私と兄は、教師から来たんです。おじとおばに付き添って、葬式のために故郷に帰っていました。まさか教師に戻る途中で、こんな目に遭うなんて。あらしゃん、ぬりちゃん、二人とも大丈夫？おばさん。よし、金ね。そう思わない？夫人と顔がそっくりだよね。よく見ると、桜井さんとおばさん、本当にそっくりだね。だから、桜井さんに会った時、親しみを感じたんだ。怪我してない。全部片付いたら、一緒に街を歩こうって言ってたのに。なのに、月野さんを連れて出かけちゃって、勇敢な女性が一本で、チンピラを追い払ったって、聞かなかったら君がここにいるなんて気づかなかったよ。大したことないよ。ちょっとした不良たちだから、心配しなくていい。この人たちが財布を取られたんだ。
先生、奥様、こんなところでお会いするので。話せば長くなる。だけどね、君の師範と一緒に峰町で組織を済ませてきたばかりなんだ。今ちょうど教師に帰るところだったよ。君はどうしてる？いつもの巡回でこっちに来てるんだ。でも、年末には俺も教師に戻るつもりだ。先生と奥様もし急ぎでなければ、ここで何日か過ごして一緒に教師へ戻りませんか？いかがでしょう？いいよ。本当によかった。教師で会ってから随分経ったね。君が無事で元気そうで、やっと安心できたよ。いい子だね。私も、この何年か、ずっとあなたのことを気にかけていたのよ。智也様、瑠璃よ。覚えてるよね。子供の頃、彩香姉さんがよく私を連れて智也様のところに遊びに行ったよね。う？もう遅いね。宿に戻ろう。お嬢様、今度出かけるときは、ちゃんと声をかけてくださいね。いなくなって、智也様もすごく心配してましたよ。桜井義金って、女何者なの？まさか、智也様の女なの？いや、智也様は名門で以上ですら結婚しようとしないのに、どうしてこんな女を選ぶわけがないでしょう。智也、さっき、すごく緊張してたわね。桜井義琴ちゃんには本気で好きになったみたい。智也、ずっと女性に関心なかったのに、思いもしなかった好きになるなんてね。智也様、こんな遅い時間までまだ休んでいないんですね。わざわざ皮貝なしのスープを作ってきました。温かいうちに、どうぞ。これで少し疲れが取れるといいんですが、智也様がいなかったら教師に戻る途中きっと無事に帰れなかったと思います。いりません。軍医に特別に言われているんです。自分の体は皮貝は合わないので。それに今日みんなを助けたのは桜井さんだ。菅野さんが感謝するのも彼女なんだ。今日はまだ用事があるので、どうぞお帰りください。鴨さん、こんな遅くまで起きていて、智也様に何か用があるんですか？高橋将軍、桜井義金っていう女の人智也様とどういう関係なの？桜井さんと智也様がどんな関係でも菅野さんが簡単に詮索していいことじゃない。どうしたの？誰が瑠璃ちゃんを怒らせたの？また智也のせいよ。智也と美和姉さんはまだ婚約中なのに、どうしてどこの誰かもわからない女とすごく親しげにしてるなんて。智也がそんなことして美和姉さんに顔向けできるの？それに、ギフさんや義母さんにもどう説明するつもり？瑠璃ちゃん、そんなことを言うものじゃないよ。あの時婚約したけど、美和姉さんにあんなことが起きるなんて誰も予想できなかったよ。今は智也も素敵な人と出会えたんだ。美和姉さんのことだけを思って一生結婚しないでいろって言うのか。智也ってギフさんのお気に入りの弟子だし、ギフさんは当然智也の味方になるよね。義母さんもそれで納得できるの？桜井先生の考えは私も同じよ。智也はいい子よ今。自分の好きな女性に出会えて。本当によかった。はね、親として智也がずっと一人で寂しく年を重ねるのは見たくないの。おばさま。もういい。時間も遅いし、おばさんも疲れた。部屋に戻って休んで。わかりました。智也は本当にいい子ね。私が見る限り瑠璃ちゃんも智也のこと、ちょっと気にしてるみたいね。あの子の気持ちなんて顔に全部出てるよ。みんな気づいてるさ。でも、結婚ってさ、やっぱり気持ちが通じ合わないとね。智也がその気じゃないなら、瑠璃ちゃんがどんなに思っても意味ないよ。智也は木みたいな人じゃないし、桜井さんのこと本当に大切に思ってるみたいよ。美和はもういないし、智也の幸せをこれ以上遅らせるわけにはいかないわ。桜井さんとは本当にご縁を感じるの。私としてはそもそも最初の婚約は桜井家で決めたものだし、それならそのまま桜井さんを養女に迎えて二人を結婚させましょう。それ、いいね。じゃあ、君の言う通りにしよう。いいわね。桜井さん、本当に、やり手ね。私の叔父と叔母が智也様の師匠と師母。だって、知ってすぐにこびてきたんだから。何をバカなこと言ってるんだ。おばさんが桜井さんを誘って一緒にお茶したんだ。彼女は昨日、俺たちを助けてくれたし、おばさんも桜井さんと気が合うって思ってる。桜井さんを養女に迎えるってもう決まってるんだ。おばさん、兄さんが言ったことって、本当なの？そうよ。あなたのおじさんと相談したの。
今日に戻ったら、任親の宴を開いて、よしことちゃんを正式に養女にするの。なんでよ、あの子がおばさんにちょっと似てるからって。絶対に認めない。もういい。俺とおばさんが何かするときに、いちいちお前の許可がいるのか？何を騒いでるんだ。こんなこと、いちいちお前に話す必要ないだろ。余計なお世話だね。まだ若いのに、ずうずうしいよ、ね。意地悪ババア。別に、おじさんとおばさんがあんたの娘を養女にしたからって、それで偉くなったつもり？おばさんとは血縁があるのよ一緒。私には絶対に勝てないから。菅野さんの言う通りね。血縁って、やっぱり代わりにはならないものよ。でもね、昔さ、智也様と桜井家の婚約にはちゃんと書いてあったのよ。智也様が結婚するのは、桜井家の娘ってね。養女は桜井家の娘よ。メイはね、ずっとメイのままよ。だから、何を？別に。ただね、今日に戻ったら桜井先生と奥様が、うちの美金ちゃんと智也様を婚約させるのよ。夢でも見てろ！智也様の夫人の座は絶対に私のものよ。通りみたいに美しいね。ボタンみたいに綺麗だ。わ、今日の装いは本当に絶世の美人だね。今日のメイモン令嬢にも負けてないわ。親が住んだら桜井先生の養女になるんだよ。もうメイモンのお嬢様だね。そうそう。二人とも。そんな風に言わないでよ。なんだか、私みたいなスズメが法皇になった気分だよ。養女になったとしても、私はやっぱり自分のままだよ。桜井先生って、なんで中に養女にすることになったの？りょり姉さん、養女って見たことある？養女？そんなの田舎、育ちの子でしょ？あれが噂の養女さんか。本当に絶世の美人だね。すごく綺麗ね。あ、若い頃の桜井夫人にそっくりだね。本当にすごく似てるよ。もしかして、美和さんがまた戻ってきたの？桜井家に帰ってきたのかな？顔だけが取り柄で、他には何もないわね。なんて失礼なの？この前の市場でうちの桜井さんが助けてくれたのに。本当に恩知らずだね。私のやり方に、あんたの口出しする筋合いはない。黙ってろ。よく、こんな大事な席でそんなことできるね。話してよ。田舎育ちのくせに顔だけを武器にしてうちのおばに取り入って、よくもここで偉そうにしてるわね。どうした？智也様、ヨシキンにいじめられた。もし、さっき美金が君を押したなら、君は上半身が不安定になるはずだ。でも、俺、ちゃんと見てたよ。先に、足の力が抜けて、それから倒れたんだ。こんなことしたのは、あなたに知らせたかっただけ。彼女は二枚舌よ。あなたの前では愛想。よくして私たちにはこびてるけど、裏では偉そうにしてる。絶対に、彼女に騙されないでね。ヨシキンがどんな人かって、俺の方がよく知ってる。ありえないよ。智也様、あんなにヨシキンをかばってるね。もしかして本気で惚れてるのかもね。姉さんが亡くなったとしても、あの女がその立場につくなんてありえない。こんなところで何してるの？もうすぐ民親の儀式が始まる。わよ早く私についてきて。中に入りましょう。前はね、いつも恋愛に疎い感じだったけど、好きな人ができて、やっとわかるようになったのね。先生の奥さん。これからは、よしことちゃんがそばにいてくれるから、もう安心ね。行きましょう。どうやら桜井夫人は本当に養女を藤原様に嫁がせるつもりみたいね。瑠璃は自分が桜井夫人の一番のお気に入りだって思ってたのに、藤原家にお嫁に行くつもりだったのに、これで全部パーだね。嵐、今日からこれで美金と兄弟だな。桜井さんは本当に男前で頼りになるよ。桜井家が美金を養女に迎えるなんて、まさに最高の出来事ですね。
皆さん、私と妻ももう50を過ぎまして、子供がおらず寂しく思っていましたですが、桜井さんとはとてもご縁を感じました。ご縁を感じて、養女として迎えることに決めました。今日は親しい方々にお集まりいただき、この任親の儀式を見届けていただきます。桜井先生、養女を迎えられて、おめでとうございます。お父様、どうぞ、お茶をお受け取りください。お母様、どうぞ、お茶を召し上がってください。よし、金。この腕輪は桜井家で、代々受け継がれてきたものよ。今日、あなたに渡すね。お母様、こんなに貴重なものは、私にはいただけません。私を、お母様と認めてくれた以上、この縁は腕輪よりも、ずっと貴重なものよ。今日は、桜井家が、美金を養女に迎えるだけでなく、もう一つ嬉しいご報告があります。娘の美金と藤原様は、お互いに思い合っております。藤原様は、幼い頃から桜井家と婚約しておりました。今日、私が決めます。ここで2人の婚約を決めさせていただきます。まさにダブルでおめでたい日ですね。どこがダブルでおめでたいの？智也様と婚約したのは違うよ。彼女じゃない。本当は美和姉さんだよ。ジュリ、いい加減にしなさい。美和はもういないの。亡くなった。人はもう帰ってこない。私たちは、前を向いて生きていかなきゃ。違う。あの時、美和姉さんの遺体は見つかってない。きっと、まだ生きてると信じてる。もし美和姉さんが戻ってきて、自分の婚約者が見知らぬ妹に奪われていたら、どれだけ傷つくと思う？智也様、子供の頃は美和姉さんと一番仲が良かったのに、どうして約束を破ってたの？人と結婚するの？昔の話だろ。美和とは子供の頃の友達だっただけだ。男女の仲なんてないよ。もし彼女が戻ってきたら、妹として認める全力で埋め合わせるよ。生涯を共にする。妻は。よし、金しかいない。桜井先生が私を信じてくださり、吉金を嫁がせていただけることに、智也は命をかけて誓います。一生かけて吉金を守ります。死ぬまで変わりません。よし。よし。ゆりは、まだ若くて、分別がありません。つい感情的になって、失礼なことを言ってしまいました。桜井先生、桜井夫人、どうかを許してください。待て、桜井先生と桜井夫人の前で人親の宴で騒ぎなんて、貴族令嬢としての教養はどうした？教養なんて意味ないじゃない。ちゃんとお嬢様らしくしてても。結局、目の前で智也様がまともじゃない女に奪われるなんて。黙れ！吉金は、ちゃんとした人だ。そんなことを言うな。お兄ちゃん、まで彼女をかばうの？なるほどね。何を分かったというの？お兄ちゃんも美金のこと好きなんでしょ？吉金と結婚したいんでしょ？そうでしょ？バカなこと言う。な、吉金はもう婚約してるよ。婚約してるからって。智也様も婚約してたのに。結局、あの女に誘惑されて奪われたじゃない。まるで、天から舞い降りたような美しさで才気溢れているし。教師の女の子たち、みんなの夢に見る理想の人だよ。智也様から美金を奪うなんて難しくないよ。お前、頭、おかしいか？自分のために、生きなきゃ、天も地も許してくれない。よし、金を奪っちゃえば、智也兄さんは、私のものになるんだから。お兄ちゃん、自分の気持ちに、正直になりたいんじゃない？見て見て。これ全部、あなたのための嫁入り道具よ。こんなにたくさん、びっくりした。お母さん、そこまでしなくてもよかったのに。そんなことないよ。急いで用意したから、ちゃんと揃ってるか心配だったの。この嫁入り道具、すごいね。桜町の資産家が娘を嫁がせる時よりも、ずっと豪華だよ。うちの美琴ちゃんが、本当に羨ましい。うわ。おばさん。よし、ことちゃん。こんにちは。ジュゲさん、こんにちは。どうして、今来たの？桜井先生にご挨拶に来たの？そうです。桜井先生は、最近、著書に忙しくされています。もうすぐ花祭りですし、今年の曲水の宴、雅会を担当することになりました。彼が一番誇りに思ってる弟子なんだから。もう十分、一人前だし、雅会を任せてもいい頃だよね。おばさん、褒めすぎです。よし、ことちゃん。もし、よかったら、雅会に参加してみない？雅、あって、教師でも特に優秀な文人しか参加できないって聞いたの。私なんて学もないし、箸を書くだけだから、遠慮しておくね。
心配しなくていいの。雅会には桜井先生の弟子ばかりだから気軽に参加して楽しんできて誰もあなたを粗末に扱ったりしないわ。そうだよ。みんな知ってるし、桜井かの養女になったって話題になってるんだ。すごく興味津々だよ。来てくれるだけで極水の宴にやりたいな。もっと華やるよ。ありがとう、重慶さん。よしこちゃん、そんなに火をつかなくていいよ。この景色、本当にすごいね。こんなのめったに見られないよ。最高だわ。よし、ことちゃん、結婚するって言って。もうイケメン鑑賞はやめられないよね。行こう早く見に行こう。やっぱり、人酒の雅な雰囲気は最高ね。ほんと、目にも心にも嬉しいわ。教師の男ってさ、北野市のガサツな男たちより、ずっと素敵よね。女の私たちこそ、こういう場所に来なきゃね。恵子さん、もう少しおとなしくして近かせないでよ。よし、ことちゃん、来た。皆さん、こちらが先生の養女桜井さんです。皆さん、実はご存じないかもしれませんが、桜井さんは弓の腕前がまるで神業のようなんです。前に助けてくれて、タカリアの不良を追い払ってくれたんです。恩人なんです。葵兄さんの恩人なら、僕の恩人でもあるよ。桜井さん、どうか入れ。さあ、捨ててください。そんな、やめてください。どうぞ、立ってください。みんなでお酒を飲みながら詩を読んでよ。よしことさんもぜひご一緒に。その詩は作れないの。そんなの心配しなくていいよ。僕の隣に座って僕がこっそり手伝うから。お酒は飲めないの？心配しなくていいよ。お酒は甘い。果実酒にしてもらうよ。酔わないから。どうぞ。先に席にお入りください。あの人、よしことさんのこと狙ってるんじゃない？何言ってるのよ。そんなわけないよ。私、遊郭、手に10年、もう生きてきた。だから、男がさ、女に気があるかどうか、目を見ればすぐわかるのよ。婚約してるのに、菅の嵐がそんな詩なのない。今年で智也を横取りしようなんて、まさかね。あの人、なんでこんな騒ぎを起こすのよ。もし私の婚約に影響が出たらたまったもんじゃない。もうどうでもいい。先手を打たなきゃ。この面倒な縁は断ち切れ。桜井さん。いい酒だ。でもさ、生牛肉を切って出せないとつまみにできないし、全然満足できない。こんな上品な集まりで、こんなつまみを注文するなんて、品がないわ。さすが桜井さん。本当に素直な方ですね。誰か頼む牛肉をたっぷり切って持ってきて。うまい。本物の名刺棚風流さが滲み出てるよ。こんなに豪快に食べて、やっぱり一味違うね。嘘でしょ？こんなの、あり？桜井さん、このお酒を飲んだら、極水の宴のお酒だから、詩を読まなきゃいけませんよ。詩を読むの？詩を作るの大好きよ昔から。賢者は寂しいものさ。やっぱり、鮭と肉が一番。鮭と肉を流し込んで、1杯、2杯、3杯、4杯。酔っ払いを片っ端から潰して、山ほど倒してやる。もう、勘弁してよなんてひどい詩なの。今まで教えた中で、こんなダメな生徒初めてよ。桜井さんに会いたいんだけど、中に伝えてもらえる？友也様、桜井さんは今朝早く極水の宴へ向かわれ、花祭り雅会に参加されています。今日が花祭りの日だったなんて。友也様、毎年の花祭りには、教師の名士たちが極水の宴に集まって、お酒を飲んで、詩を読んで、みんなが腕前を披露するんですよ、ね。あの場面は、女の子なら誰でも、見たら絶対ドキドキしちゃうよ。ね。行くぞ。極水の宴。友也様、菅野、葵。今、桜井さんの絵を描いてますよ。私の目でちゃんと見てるよ。自分で見えてるから。風のごときヒッチ。まるで仙人みたいだね。うまい。葵兄さん、また腕が上がったね。よしことちゃんがあまりにも綺麗だから、
つい筆が冴えちゃったよ。もう遅い時間ですね。そろそろ帰らないと母さんが心配するよ。心配しないで。もう桜井さんに伝えてあるよ。思いっきり楽しんでいいって。言ってた花祭りの花火、大会。これがメインイベントなんだ。今日行かないと来年まで待たなきゃいけないよ。そうかい。じゃあ、俺の愛妻を連れて、じっくり楽しませてもらうよ。やっぱり嫌な予感が当たっちゃった。友也に誤解されてないといいけど、それじゃあ私がとんだとばっちりだよ。藤原様。私は、長年、国境を守ってきたから、こんなこと知らなかった。余興誌でこんな機会があるなんて、皆さん、俺も仲間に入れてくれ。今日は曲水の宴、雅会だよ。桜井先生の弟子たちが集まってるだけさ。奇遇だな。俺も桜井先生の弟子なんだ。そうなんだ。それなら、藤原様の実力をぜひ披露してください。私たちも楽しみにしてますよ。絵の腕はなかなかだけど、ただ。いまいち迫力がないな。教師で絵の腕前を語るなら、葵兄さんが2番目って言うなら、1番なんて誰も名乗れないよ。今日、誰が一番か、見せてやるよ。似てる。本当にそっくり。まるで一緒みたい。藤原様の絵の技術がこんなに見事だとは思いませんでした。本当だ。ね。缶の青も完全に後をされちゃったね。藤原様、どうしてこんなに上手に描けるの？こんなの別に難しくないよ。君の姿をそのまま半分の大きさにして紙に描いただけさ。1000倍も万倍も縮小した地形図だって全部描いたことあるよ。その通りだ。陽軍の地形図も全部藤原様が自分で描いてるんだ。光軍の時も本当にピタッと合っててめちゃくちゃ正確なんだ。結局、よしことちゃんを地図みたいに描くなんて全然風情がないね。軍同士が戦うときは、地形図こそが大切なの。ほんの少しでもずれたら、大勢が命を落とすことになるから。藤原様がこんな大事な技術で私を描いてくれるなんて、私にはどんな風情よりもずっと大切だよ。花火もすっかり消えちゃったね。お屋敷まで送るよ。いや、花火がなくても夜空には星もきらめいてるし、帰りたくない。君が遅く帰ったら桜井先生に怒られるかもしれないよ。曲水の歌音に邪魔しに来て桜井先生に怒られるの怖くないの？まったく、やちもち焼きだね。焼きもちなんて焼きたくて焼いてるわけじゃないよ。この教師にはいっぱい素敵な男の人がいるから、君に見られるのがちょっと怖い。んだ、君に悪く思われそうで心配なんだ。ほんと、ロマンチックじゃないよね。昔は頭の中が標本や戦術のことでいっぱいだったんだ。今はもう君の心だけを知りたいんだ。もし僕が風情を分かってないって思ったら教えてほしい。ちゃんと学ぶよ。じゃあ、まずは第一のレッスンね。火をつけて。もう目隠しとってもういい？ちょっと待って。まずは当ててみて。ここはどこ？魚、チャリートの匂いがする。新しい漆の匂いも、狩りの羽の匂いも、ここは弓ややだね。ロマンがないな。すぐに分かっちゃった。これじゃサプライズにならないよ。ごめん。今度は木をつけるね。おう。どうして弓矢屋に連れてきたの？そろそろ誕生日だよ。ね。
君にプレゼントしたいんだ。木にいるものをここの弓矢。ほら、どれが気に入った？好きなのを選んでね。やっぱり、君はわかってる、ね。天使さんは？遠いと思ったら、実は、すぐ目の前なんだよ。なんで、弓矢矢なんてやってるの？この店が母がくれた嫁入り。道具なんだ。いろいろ考えて弓矢矢をやるのが一番ぴったりだと思った。でも、ここは教師だし、弓矢はあまり売れないんじゃない？でも、化粧とか綺麗な服も興味ない弓を引いて矢をいるのが好きなの。好きなことを仕事にして自分の力で生きていきたいの。それに、ここは立地がいいし、じっくりやればきっと分かってくれる人が現れるよ。お嬢様弓矢矢ができてますよ。誰がこんな粋なことをして、あずま町の一等地で弓矢矢を開いたの？ちょっと見てみる？友也様。なんでここにいるの？センスがいいからよ。この店の店主は私なの。教師に来たばかりでいきなり商売するなんて元手を全部なくしても平気なの？私、親切だからさあいい方法を教えてあげる。彩香、お嬢様？何か妙案でもあるの？私が半分出してあげる。私と組まない？そっちのそろばんの玉、もう顔に飛んできそうだよ。本気だよ。このお店、さあ場所もすごくいいし、弓もすごく質がいいし、かなりお金かけてるのはわかるよ。私と組めばリスクも一緒に背負えるよ。でも、友也様はついてるし、リスクなんて全然怖くない。私とパートナーになりたいなら、もっとすごいところを見せてよ。休憩さん。彩香ちゃん、偶然だ、ね。どうぞどうぞ。ちょうど来てくれてよかった。この弓の店、私のお店なんだよ。ちょっとお店に協力してくれない？今は平和だし弓なんて誰も買わないよ。じゃあ、そういうことなら、竹かに受かったばかりなのに、もう休日をサボるつもり？桜井、先生に言いつけちゃうよ。待って、買うから。せっかくだし、友達も一緒に買うよ。買うよ。君には参ったよ。商売するならお金だけじゃなくて人脈も大事なんだ。友也様はずっと北の市にいるし、教師の友達も私より多くないんだよ。だから私と組めばしっかり稼げるよ。いいよ、おめでとう。これで私たちパートナーだね。どこ見て歩いてるの？ちゃんと見てないの？このクソババ。月の稽古？月の稽古とか言わないでよ。人違いだよ。ちょっと待って！人違いするはずがない。あなたは月の恵子さんだろ？リさん、私はもう真面目に暮らしてるの？昔の名前で呼ばないでよ。本当に足を洗ったのか？じゃあ、よしことちゃんは？よしことちゃんも真面目に暮らしてるよ。よしことちゃんとはとっくに別れてるの？生きてるの？か死んでるのか私にはわからない。もう彼女のことは気にしないでください。通りで、あの女、妙な雰囲気だったわ。やっぱり、遊学出身なのね、納得だわ。藤原様は、このことをまだ知らないかもしれません。お嬢様、先に知らせてはいかがでしょうか。彼は知ったら、きっと彼女をかばうかもしれない。教師中に広めてやる。みんなに知らしめてやる。前にみんなも聞いてくれたけど、北野市で何するの？って、弓矢を買ってみるのはどう？家で試してみて。彩子、姉さんは弓を習ってるけど、北の故郷で敵と戦うわけじゃないよね。私たちが屋敷の奥で弓を習っても意味あるの？練習すると、いいこといっぱいあるよ。毎日週ばかりしてると、時間が経つと首が凝ったり、目も疲れちゃうでしょ？弓矢の練習は、背筋を伸ばして堂々とできるよ。前をしっかり見るから、姿勢も良くなるし、目の健康にもいいんだ。それに、日差しを浴びて外でも練習できるし、腕も鍛えられるよ。最高の健康法なんだ。弓矢って、こんなにメリットあるのね。私も買う。私も。まずは、一番軽い弓から練習してみて。彼、いいね。そんなバカなことやめときなよ。お嬢様方が男みたいに武器を振り回すなんて噂になったら、名誉が傷つくよ。弓術は昔から教養の一つなんだよ。男だって学べるし、女の子だって学べるよ。その通り。自分がやりたくないならそれでいいけど、他の人が頑張るのを邪魔しないで。自分が武術を学びたくないなら、他の人が頑張るのを邪魔しないでよ。女はもっとしとやかでいるべきよ。毎日武器を振り回してばかりじゃ。夫の家で怖がられて、離縁されるだけよ。
結局、損することになるんだから。もし離縁されるのが怖くて武術を学ばないって言うなら、要するに、夫の家は弱い人を都合、よく扱いたいだけ、扱いやすい、妻を求めてるだけよ。そして、本当に障害を託せる男性なら、きっと妻に武術を学んで、体を鍛えるよう進めるはず。素晴らしい。いいけどね。よし、金はアーチェリーが抜群だ。だけじゃなくて、弓矢も改良して国のために活躍してるんだ。ヨシキンの婚約者として本当に誇らしいよ。よしことちゃんの休日は悪をくじき、善を広める。本当にかっこよくて、単に敵はないよ。嵐も憧れるんだ。これ、買います私もはいはい、オッケーオッケー、順番にお願いします。どうぞどうぞ。どこが無敵の英子よ。みんな、彼女に騙されてるんだから。こいつこそ、桜町の元遊女よ。何言ってんだ出かけるな。私が嘘ついてるって？証拠ならちゃんとあるよ。よし、金恵子さんよし、金。久しぶりじゃないか。このいやらしい男、誰？そうだ、思い出した。桜町の塩将のすももだ。昔、私を買おうとした人だ。恵子さんは彼が女を痛めつける異常者だと知っていた。だから、野中に私を連れて桜町から逃げてきた主に向かったんだ。桜町でも都遊女だった頃は、甘えた声で、李おじさまって呼んでたよ。今は友也様の婚約者になったから、急に手のひら返して知らん顔かよ。桜町の元遊女って何のこと？つまり遊女よ。よし、ことちゃん。もしかして、本当に、そんな人なの？そんなの嘘なわけないでしょ、兄さん。信じないなら戸籍庫で調べてみれば？よし、ことちゃんはまだ、ストニン籍のままよ。私たちは、確かに元遊女の身分だけど、吉金は何も汚れてないよ。お客を取ったことなんて一度もないんだから。遊郭にいたのに清らかさなんて語れるわけないでしょ。遊女の弓を買うなんて病気がうつるかもよ。評判が悪くなっても平気？もう行こうよ。もう嫌だよ。行くな、友也様。この女の正体、まだ知らないでしょ。よし、金の身分は、最初から知っていたよ。知ってたの？それなのに、どうして彼女を嫁にもらおうとしたの？友也様、あなたは名門のご出身なのに、元遊女を妻にするなんて考えられませんよ。こんな女なんて家に買っても遊び相手にするだけだ。側室の身分すら与える気はないよ。他人が彼女を傷つけて、もうそれは彼女の責任じゃない。ましてや、人の生まれなんて、何の意味もない。僕の心では、彼女は太陽みたいに輝いてる。友也兄さん、なんでそんなに彼女の味方するの？噂で聞いたけど、桜町の塩を飽きなって元遊女を虐待するのが好きらしいよ。この女、どれだけあいつに遊ばれてたかわかんないよ。元遊女の身分の人を虐待するのも犯罪だ。じゃあ、この桜町の塩塩を牢屋に入れろ。友也様、彼女の話は信じないでください。僕は女性には優しいんですよ。弱い女ばかりいじめて、本当にクズね。元遊女のくせに、クズめ人を傷つけるなんて、ずうずうしい。桜井先生と桜井美智子に言いつけてやるからね。ガンのルリ口の利き方、をつけなさいよ。口ばっかりで、痛くも痒くもないし、意味ないでしょ？何する気なの？いや、下ろして！へえ、いじめられるの、怖いんだ？もし、私に手を出したら、桜井先生たちが絶対に許さないから、兄さん、助けて。よし、ことちゃん。今回のことは妹のルリが悪かった。武器は危ないから。よし、ことちゃん。落ち着いて。お願いだから矢を下ろして。よし、金。私のために味方してくれてるの、勝ってるよ。でも、今は、美金は桜井か、の幼女なんだから。もし誰かを傷つけたら、問題になったら、全部私の責任になっちゃうよ。お願い。本当に、矢を下ろしてね。恵子さんの顔を立てて、今回は許してやる。覚えておいて。私は、桜井よし金。まっすぐ、堂々と生きてる。出身なんて、理由で自分を卑下したことは一度もない。私のことが気に食わないなら、次からは私の前を避けて通りなさい。菅の荒久前は、恩人って言ってたのに、今は美金と距離を置いてるし、ほんと恩知らずだよね。別に、気にしてないよ。だって、私を一番大切に思ってくれる人を、もう見つけたから。周りがどう思おうと、そんなの、私には関係ない。
お嬢様、大変なことが起きました。何があったの？慌てないで、ゆっくり話して。さっき、官の家の人が屋敷に来て、旦那様と奥様にお嬢様の身分を明かしました。本当に、悪いことしてるくせに、先に人を責めるなんて。よし、金。どうやら、父さんと母さんに、もし知られてしまったみたい。私たちの出自も。どうして早く教えてくれなかったの？旦那様、奥様。よし、コロちゃんは、何も悪くないんです。私が、自分たちの出身を恥ずかしいと思ってしまって。だから、本当のことを言いませんでした。全部、私が悪いんです。全部、私のせいです。よし、コロちゃんを責めないで。責めるなら、私だけにしてください。もし、よしコロちゃんを娘として認めてくださるなら、私は、教師を出て行きます。絶対に、彼女の評判を傷つけません。ちょっと、何してるの？どうしたの？望まずして、遊女になっただけで、私たちが好きで、そうなったわけじゃないんだよ。父さん、母さん、もし私のことを嫌だと思うなら、桜井家を出ます。ダメだ、いいよ、まだ、友也様と結婚してないのに。あなたが桜井家を出ていくなんて、安心して結婚なんてできないよ。どうして私の気持ち、分かってないの？ずっと、支え合って生きてきた恐ろしい、遊郭から一緒に逃げ出したよね。私の中では、あなたはもう家族なんだよ。よしことちゃん。恵子さん。二人とも、ずっと自分たちだけではなしてるけど、私たちの気持ち、聞いてくれた？そんなこと、誰も言ってない。よ、出身なんて選べないよ。好きで遊女になった人なんていないよ。あなたたちは被害者なん。だから、私たちがそんなことするわけないよ。よし、金を娘として認めた以上、あなたを育ててくれた恵子さんを尊重するよ。これからはみんな家族だよ。誰もかけることはない。よかった。ねえ、よし、コドちゃんよかった。今日では、今、噂が飛び交っている桜井先生なのに、桜町の元遊女を養女にしたって話だ。これが、全部君を責める理由だ。陛下、私が認めた養女は、身分は卑しいですが、品性は高潔で、義理に熱い人です。どうか、ご検察ください。ちゃんと調べたからこそ、怒ってるんだ。よくも、彼女を藤原、智也と婚約させるなんて。彼は、私の甥だって知らないのか。陛下智也様と、義金は北野氏の頃から、心を通わせておりました。付き合っててもダメだ。認めない。藤原様がお見えです。藤原、智也、参りました。陛下、はい、失礼します。陛下、満載、満載、満載。余計なことは言うな。なぜお前を呼んだかわかるか？私の至らなさゆえ、よくわかりかねます。私を叔父と認めるなら、桜町の元遊女との婚約を破棄しろ。義金は俺の大切な人だ。元遊女、なんかじゃない？俺が知らないとでも思ってるのか？彼女は元遊女だけじゃなくて、北野氏でお前の側室だったことも知ってるぞ。そうだ。北野氏の頃から、俺は彼女と深い絆で、結ばれていた生涯。彼女だけを妻にする。お前は、藤原、智也の、母の、たった一人の子だ。俺の身の、甥いでもある。どうしてそんなみっともない結婚をするんだ？そんなに好きなら、今回だけは多めに見てやる。彼女をそばめにすることは許す。絶対にできません。男の約束は命より重い。彼女に約束したんだ。絶対に婚約を破棄しない。陛下が許してくださらないなら、この場で立ち上がりません。ひざまずきたければ、ひざまずけばいい。俺は絶対に容赦しない。お前！陛下、ずっとあなたを特別に扱ってきた。今はご一服だから、無理に逆らわなくてもいい。心配しなくていいです。よ、陛下が俺にひざまずくことを認めてくれたのは、まだ俺を家族だと思ってくれるってことです。きっと認めてくれるよ。智也様、大丈夫？智也様は陛下の前で3時間もひざまずいた。膝が、もうダメになりそう。ちょっと様子を見てくるね。はい、やらないで。余計なことしないで。さっきは、智也様のこと心配してたくせに。智也様、3日間も激しい戦いをして平然としてたんだ。3時間もひざまずくなんて、そう、したことないさ。行こう。よし、コトちゃん。君が来るのか？どうしたの？あなたのキス見せてくれる？大丈夫だ。ちょっと擦り傷で糸だから驚かないで。でも、私のせいで怪我しちゃったんだよね。これは自分で決めてやったことだよ。君は関係ないから気にしないで。本当に甘えてご褒美欲しいって言わないんだね。そうって何のこと？もともと甘いものは好きじゃないんだ。私が言ってる甘いものってこれのことなの？まだ治ってないのにダメじゃない？このキスすごく甘いね。怪我してる身だからさ、
もっと甘やかしてほしいな。すぐ覚えたね。そろそろ帰るね。一番が、こんなに短いなんて。早く、君を迎えたい。でも、陛下がまだ私たちの結婚を許してくれてないの。友也様、桜井さん、陛下が来たら出ました。陛下、どうしてなんてか。宮殿の外では私を何て呼ぶんだ。昨日お前を罰したのに、シュートの私を無視するつもりか。おじさま、そんなことを抑えようって、とてもできません。傷薬を持って様子を見に来たのに、昨日罰を受けたばかりなのに、今日はまたこの桜町の元遊女と一緒にいると。桜井、よしきんです。陛下にお目にかかります。陛下、満載。お前ごときが、真、女なんて名乗ると、ハチンの少々、一枚で跡形もなく、消してやる。智也さんとの結婚を認めてくれないなら、時が来たら、私は跡形もなく消えるだけです。陛下、私は、七子身の出ですが、心は、まっすぐです。智也様とは、互いに、一生を誓い合いました。どうか、陛下、ご判断ください。これは何ですか？おじさま、本当に、よしことさんを愛しています。これまで軍人として積み上げた、すべての先行を結婚の許しをいただくために、差し出します。ふざけんな。先行をこんなことに使うつもりか？この先行は、半分は彼女の功績なんです。今、何と言った？彼女は、弓の腕前がずば抜けていて、軍の弓の2も改良してくれたんです。彼女がいなければ、戦いは少なくとも来年まで勝利できなかったでしょう。桜町の元遊女に、本当にそんな腕があるのか？本当です。よし、自分の目で確かめよう。行け、弓矢を持ってこい。すごい！くだらない小技だ。桜町の元遊女って、さ、男を喜ばせるのが上手なんだろ？きっと、友也を落とすために、必死で弓の腕を磨いたんじゃないか。この弓の腕前は何年も鍛えてきたものだ。彼女と知り合ってまだ1年しか経っていない。そんな計画的なこと、できるわけないだろ。たとえ彼女に軍功があっても、出席の女性であることに変わりはない。君が彼女と結婚すれば、世間の噂は止められないだろう。戦績から外すなんて、陛下が一言言えばすぐできるはずですよ。冗談じゃない。両式の区分は国の法律で定められている方を無視することは認めぬ。チェン席から抜けるには、公の場で、鞭打ちに重戒を受けなければならん。ダメだ。この20回の鞭打ちは、男でも耐えられないよ。ましてや女の子なんて。陛下、もし、陛下が、私たちの結婚を認めてくださるなら、どんな試練でも受け入れます。いいだろう。では、3日後に陳が直接監督する。この薬、毎晩1回塗るんだ膝を温めたら、これを塗るんだよ。君はまだ若いんだから、ちゃんと治して、後で困らないようにな。3日後には、俺が代わりに受けるよ。陛下もきっと、何も言わないさ。私が自分で行く。よし、金、なんでそんなに意地張るんだ？意地を張ってるわけじゃない。自分でこの壁を乗り越えたいの。出席って。まるで恥の楽園みたい。多くの不幸な女性たちを自分の人生を選べなくしてる。恵子さんみたいにね、私だけなら助けられるけど、他の苦しい女性たちまでは無理だよね。もし鞭打ちを耐えて出席から抜けられたら、陛下が前例を作ってくれる。これからは出席から抜けたい女性たちも道ができるようになる。こんなに繊細な体なのに、軽症で鞭を切るなんて、信じられないわ。本当に無茶しすぎよ。生まれ変わるには痛くないわけがない。鞭を一度受ければ自由になれる。ヨシキンにとっては嬉しいことだ。母さん、心配しないで。ご嬢様、メイリーの中、衣をご用意しました。これを着て、刑場へ行けば、鞭を受けるときも、痛みが少し和らぐと思います。刑場の鞭は、メイリーの服でも簡単に避けちゃうのよ。どんなに熱い服を着ても無駄よ。やった古い友達に頼んで、この薬油を手に入れた。予算日後は安心して刑場に行ってね。薬を塗ればすぐ治るから。昔、馴染みの友達が、どうしてそんな不思議な薬油を持ってるの？私の友達なんだけど、さ昔付き合ってた人がいてね。お金払って鞭を受けるのが好きなんだって。その5個の薬油を塗ると何事もなかったみたいに元気になるんだよ。本当に効くんだ。そういうことだったのね。世の中には本当にいろんなことがあるのね。陛下が約束してくれたよ。
あなたの持ちからは自由になりたい人は役所に申請すれば自分の自由を手に入れられるんだ。うん。一番腕のいい軍医をちゃんと用意してあるよ。怖がらなくていいよ。何しに来たの？見物に来たのよ。もし行警官が手を抜いたらどうするの？最低。馬路さん、刻、時刻になりました。刑を執行します。よし、金、ね。よし。金が美しさを失ったら、たとえ身分が変わって友屋様に嫁いでも、いずれ冷たくされるわ。やめてやめてミワだ私のミワだ今、何で言ったんだ？背中のあざがミワと全く同じ。私が間違うはずない。この子は私たちの長い間離れ離れだった娘、ミワよ。そんなはずない。この女がミワ姉さんなわけない。やっぱりね。昔、ヨシキンを引き取った時、熱を出して記憶をなくしてたの。でも、教師の言葉は何年もう抜けなくてね。ってことは、私、ヨシキンじゃなかったんだ。ミワだったんだ。ミワ、本当にごめんなさい。長い、辛い思いをさせて、本当にごめんなさい。陛下、ついに真相が明らかになりました。桜井さんは元遊女ではありません。私の身の娘でございます。どうかご慈悲を賜りますようお願い申し上げます。鞭打ちの刑をお止めください。陛下のお言葉は絶対です。向こうになんてできません。まだ我慢できます。もういい。君が耐えられるって言っても、俺の立場がなくなるじゃないか。俺が約束を取り消すんじゃないかって心配してるんだろ。身分の低い女性が自分で道を切り開くチャンスを奪うって約束したことは変わらない。安心して傷を治しなさい。陛下のご好意、心より感謝申し上げます。幼い頃から遊郭で苦労してきたのに、それでもこれほど大義を理解しているとは、さすが桜井先生の娘だ。誰か真の旨を伝えよ。桜井正信の娘を藤原智也に授ける。良き日を選び、婚礼を挙げよ。諸子は礼を整え、殺命を準備せよ。以上、厳命である。陛下満載、万歳、満載。よし、金お嬢様、本当に、が良かったです。ねえ、少し無知で打たれただけですんで、旦那様と奥様に家族として認められて、幼女から本当のお嬢様になって、友也様の堂々とした婚約者になりましたね。やっぱり、主人公の過去って、ちゃんとあるんだな。作者の采配で、みんなハッピーになったね。そろそろ一年の期限が来たな。急がないと。下がって、僕がやるよ。はい。暦局が、いくつかの良い日を選んでくれた、おじさまが、自分たちで日取りを決めて、いいって。本当に一番早い日を教えてもらえる？そんなに僕と結婚するのが待ちきれないの？もちろん、早ければ早いほどいいよ。一番早い日取りは、正月7日だよ。まさか、この世界に来た最初の死者。迎えの花越、まだ来てないの？よし、金ちゃんと友也様、本当に仲がいいですね。普通の花嫁なら今頃泣いちゃうものよ。よし、ことちゃんだけは花越に乗るのを待ちきれないみたいね。あと、1時間で、この世界に来て、もう1年になる命に関わることだから、そりゃ待ちきれないよ。早く花嫁の腰が来たよ。まずは、天地に一礼。頭がフラフラする。全身に力がいらない感じ。まさか、もう時間切れ？両親に一礼。ミワ、どうしたの？また昔の病気が出たのか？早く字を読んで！早く、支えて、起こして、早く、この儀式を済ませよう。ダメだよ。すごく体調が悪そうだし、体が一番大事だから。いや、G が来る前に急いで、絶対にお式を終わらせなきゃ。ちょっと聞いて。俺も早く君と結婚したいよ。気持ちはわかってるよ。でも、早く式を終わらせないと、本当に、もう無理なんだよ。やめて、ケイコさん、やめて。夫婦、手入れい。
よかった。なんとか間に合った。お嬢様、智也様があなたがお腹を空かせていないか心配して、先に何か食べてください。ちょっとお腹を満たしてカレーをずっと待たなくてもいいですよ。智也様って本当に優しいね。昔は全然分かってなかったのに、今はすごく思いやりがあるね。智也様、まだ帰らない。で、まだ飲み足りないですよ。行こう。なんでまだついてくるの？新婚の夜は一瞬一瞬が大切だよ。自分で飲んでって。智也様、よしことちゃんが言ってたよ。3つの質問に正解しないと部屋に入れないよ。これは面白いぞ。神父さん、早く出題してよ。じゃあ、第1問。もし私より綺麗な女性が現れたら、あなた、心揺れずにいられる？もちろん。違うよ。正解はね、そんな人は現れないって。第2問。もし私たちが喧嘩したら、謝って私の機嫌を直してくれる？できる。違うよ。いつも私を優先して喧嘩しないって。そうだ。さて、3つ目の問題ね。アクセサリーを入れるのは箱、プレゼントを入れるのはギフト、ボックス。じゃあ、私たち二人を入れる箱は何の箱かな？智也様、全然答えられないじゃん。今夜は絶対に入れないな。俺たちと飲もわかった。これだ。運命のペア。よし、合格。この答え、気に入った。记得点赞关注哦。